こんにちは。9月4日水曜日12時の配信が開始されましたよ。よろしくお願いします。本日はですね、この配信開始と同時にコマリンレジン、作家名コマリメイドの作品販売が始まっておりますので、概要欄に販売サイトを貼っております。今回は抽選販売なのですが、土曜日の23時59分、土曜日いっぱいまで抽選応募受付を行っておりますので、もし気になるアイテムがあったらぜひご応募ください。まだインスタで告知をしてないけど、どうしよっかな。なんかたまには YouTube ライブでしか告知してなかったみたいな感じもありかなと思いつつ、いろんなやり方をやってみたいもんでね、そんな感じでやっていこうと思います。ちなみに抽選販売は、応募していただいて、抽選に当選された方のみ購入できるというやつなんですが、当選確率がほんと作品によってちゃうねんけど、だいたい15分の1、一番応募が少ないやつでも15人ぐらいしてくださるんで、15分の1から応募が多いやつやと70分の1ぐらいになるかな、当選率が。そんな感じになっておりますが、自分が気に入ったやつがもしありましたらご応募ください。そして開始前からもたくさんコメント来てくださってありがとうございます。そんな感じで今こちらに抽選販売中のものがずらっとある状態なのですが、今日ね制作したいんが、珍しくピアスやイヤリングを作りたいなという感じなのですが、なぜなのかというと、こうやって梱包してたんやけどね、昨日。で、台紙に入れるわけよ、作品を。どんどこ梱包するときに。初コメさんいてる。作家始めたてですが、いつもこまりさんのアーカイブや動画見ながら制作してます。リアル28歳。すごい。永遠の28歳じゃなくて、リアル28歳のこまりっこさん。よろしくお願いします。ありがとうございます。作家さんも、始めたてなんですね。わー、頑張ってください。ありがとうございます。しかも作業のお供に嬉しい。こんにちはの方もありがとうございます。いろいろ梱包してた時に、ピアス、こういう感じでね、いろんな台紙を私は用意してて、作品に合わせて、どの台紙作ろうかなって選びながら入れていくわけで、よく使いがちなんは、このあたりかな。ちなみに台紙の作り方動画もアップしてるんでね、これ全部お家のプリンターで印刷してるんですが、今何種類かかけてるかな。で、販売のたびに届くカードも違うんだよね。毎回。ショップカードを1枚つけてるんですが、それも毎回違うんですが、現在届くカードはちょっと秋を意識したような茶色っぽいカードが今は多い感じですね。このあたりが今購入した方は届くんですが、これは1、2ヶ月に1回デザインチェンジをしているという感じですね。これは。今秋っぽくなってる。そんな感じで昨日台紙を取り付けてたんだけど、ピアス、イヤリング台紙がめちゃくちゃ多いなって感じで気づいて、その台紙を減らすために、ピアスとかイヤリングたまには作んなきゃなって思ったんだよね。私のピアスイヤリング台紙はこんな感じで、穴開ける場所にちょっと点をつけて印刷してるんだよね。こうするとここがマークされてるからね、ここに穴をバチコーンという風に開ける感じなんだけど、私もともとピアスイヤリング作家やったもんで、まだいっぱいあるんだよね、こういう台紙が。ピアスイヤリング用の。100枚ぐらいあるんちゃうかな。なんで、シェイカーとかばっかり、アルファベットばっかりになったかっていうと、そういう作品が流行ってきたのもあるねんけど、やっぱコロナだね、コロナで一気にピアスイヤリングの販売減らしちゃったんだけど、ガチの初期って本当に緊急事態宣言とかって言ってみんな出かけなかったじゃん。
で、一気に売れなくなったんかはわからんねんけど、私は売れとったでわからんねんけど、おそらく出かける方が減ったなっていうのを感じたんで、その時期に切り替えちゃったんだよね。ピアスイヤリング作家から、アルファベットヘアクリップ作家みたいに切り替えしたもんで、全くってほどじゃないんやけど、めったに作んなくなっちゃったんだよね。ピアスとかイヤリング。でも台紙は100枚以上ある状態なんで、最近もうお出かけもね、しやすくなってきてると思うので、またピアスイヤリングの方も再開したいなという気持ちで今日は作っていこうかと思います。マスクと相性悪いよね。で、マスクチャームを欲しがる方とかもね、ちょっと増えてたかなって思ってんけど、台紙カード大事に取ってますよって嬉しい。このカードを集めてくださってる方もすごい多いんだよね。並べてね、壁に貼ってくれてる方とかも。もう今まで何百種類作ったかわかんないね、毎月変えてるから。いっぱいある。で、ライブに当たった方はこっち、プレゼント企画の当たった方はこっちのコマリンレジンなんかが届いてると思うねんけど。ちょっとレアなやつとかもあったりする。まだ今まで5人ぐらいしかゲットしてないと思われるのがこちらのパンクママネカード。このあたりはすごいレアだと思う。そんな感じでね、いろんなカードを作っておりますが、今回はピアスイヤリングを作ろうかと思っております。そしてもちろんモールドは、ちょうど、こんな可愛いハートのモールドを結構前に買ってて、こちらはキャンドゥのやつだと思うんですが、ハート可愛いなって思ったんで、ハートに何を入れようかなって思った時に、秋っぽくお花を入れようって思ったんだけどね、こっからサムネに書いてあるハンドメイドコーナーにはいい花材がないっていう話をしたいんだけど、一回コメント読ませていただきますね。困った時、こまりさんの YouTube で解決してる。ほんまに解決してる？なんか参考になってるといいなぁ。ありがとうございます。台紙詰めセットも販売してほしい。ほんまに嬉しい。そう言ってもらえると。初コメ&誕生日。初コメです。今日誕生日です。いつも楽しいレジン&トークありがとうございます。とのことで。やったー！誕生日に初コメしてくださってありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。イエーイ。嬉しい。ねえ、ありがとうございます。いつも見てくれてるんかな。これからもよろしくお願いしますね。このモールド持ってた。キャンドゥに売ってると思う。結構いろんなキャンドゥに置いてある気がする。これで、貼り付けタイプ&吊り下げタイプを作りまして、で、台紙にセットするとこまで今日はやりたいと思ってる。で、入れようと思ってるのが花材で、もうこれ決まってるやつがあるねんけど、これめっちゃ可愛いない？これはセリアの園芸コーナーかな？園芸コーナーにあった。で、すごいのがね、100均で花材探そうと思って、ハンドメイドとかネイルコーナーを見たことある方おると思うねんけど、置いてあるの大体こんな感じだよね。正直めちゃくちゃ少ないよね、これ。こっちはまあまあ、いや、少ないよな。だからハンドメイドコーナーとかネイルコーナーで探してあってこういうのしかないねんけど、実はインテリアコーナーもしくは園芸コーナーに行くとこういうスワッグが売ってるんで、これレジンに入れれるんでバチコリ。同じドライフラワーです。もう量を見たら歴然だよね。同じ100円だよ。絶対こっち買った方がいいっしょ。そういう感じでね、もし100均で花材探そうって思った時は園芸コーナーとかインテリア探した方がいいよね。ドライフラワーこれを今からバラして使ってくねんけど。で、これもね、いろんなバリエが売ってるんで、今回はこの色味のやつも買ってきたんだけど、ピンクとか水色系とかもたくさんあるんで、もしお花に挑戦してみたいなって方は、ハンドメイドコーナーではない場所で探すのがいいのではないかなと思っておりますよ。という感じでこれをバラして使おうと思うんだよね。こっちはもうコレクション用に棚にかけておくだけ。これ6枚で100円はきつないかな、さすがに。あ、でも、
これが、そうだな。そんぐらいになるか、小分けして販売したら。そうそう。ダイソーにも売ってるしね。100均によるかな。で、ただ、ドライフラワーとか、こういうスワッグに関しては、店の好みがかなり反映されてて、店によっては、すんごいビャーって置いてあるとこもあるし、全く置いてない、ほとんど置いてない場所もあるって感じ。これほんまにね、店によって全然違う。隣の店とか見てみたら、こっちはいっぱいあるじゃんみたいな。そういう事態も起きたりするし、かなり店の好みに左右されてるもんで、置かれてるものに統一感ないよね。そんな感じですね。家の娘も明日お誕生日ですだって。娘ちゃん9月5日お誕生日。おめでとうございます。お誕生日よかったら今日もたくさん登場するかな。みんな一緒にお祝いしてくれてありがとうございます。そうそう、大きいけどね、全部バラしていく感じ、今から。バラバラバラって。全然違うよね。かなり好みが分かれるよね。多分、扱ってる種類自体はめちゃくちゃ多いんじゃないかなって思う。これをバラしたいわけ。ちょうど秋カラーっぽい感じのアンティーク系カラーなので、これをバラそうと思うんだけど、まあバラし方は指でもいでもいいし、こうやって。ミモザもカラッカラもうアンティーク調になってるから、これ以上色落ちしないと思う。100均に置いてあるドライフラワーってね、長く店舗に置かれるから長く持たせるためにカラッカラにしてあるんで、基本的に。ネットで買うやつより結構カラカラ気味にしてあるんで、こっから色変化がないってとこもポイントかな。だいぶアンティーク調になってる。ありがちなのが個人の方から購入するとね、お花を。時間経ったら色変わるやつ結構多かったりするんだよね。すぐ変わっちゃうやつとか、レジン入れたら変わっちゃうやつとかね。まあ、それはやっぱりどうしても、乾燥が完全じゃない方が見た目がいいもんで、ちょうどいい乾燥具合、なおかつレジンにも入れれる状態ぐらいのとこで販売してる方が多いなっていう印象なんやけど、実はさらにそっから乾燥さすとこのぐらいになるよなって思ってる。久しぶりのリアタイですが、作業中なので耳だけで参加します。耳だけ参加の方も嬉しい。ありがとうございます。作業がはかどりますように。もうカリッカリのミモザ。これをまずバラしていこうって感じだよね。こういうやつもこのまま入れれないじゃん。こんなでっかいのね。ボボンって入んないんで、これもバラすんだよね。もぎもぎフルーツもぎもぎって。ちょっとだけも、こんなちょっとちぎるだけでこんなたくさんの花材になってくれるっていうね。で、こうちぎっていく。ちなみにこういうオレンジもちぎるとこんな、もっとちぎるとこういう感じになるねんけど、意外とこんなちっちゃいやつも色アクセントで使えたりするんでね、こういうのもあり。ただ先の毛がすごい長くて、しまった、今、ここに入れる前にやればよかった。先の毛がめちゃくちゃ長くて不向きなんで、こういう場合は先の毛をちょっと切っときたくはあるんだよね。今、入れるんじゃなかった、ボンって。見えにくい。もうちょっと手前でやるといいか？こういう感じで、ここは入んないっしょって場所は、こうやって整えておくと使いやすくなるかな、風入に。尻尾みたいにふわっとしてるんで。ちゃんと切っといて、この茶色じゃない、ピンクじゃない、オレンジのとこだけ使いたくはある。そんな感じですね。で、じゃーっと見てると、こまりさん、こまりっこの皆さん、こんにちは。今まで無言族でしたが、本日私お誕生日のため、勇気を出してコメントしました。わー、すごい。今日、誕生日&初コメさん、たくさんいて嬉しい。いつも素敵なレジン制作楽しみに拝見してますと。ありがとうございます。そして、お誕生日おめでとうございます。今日もたくさんお誕生日の方が登場して嬉しいね。みんなでお祝いしてなんか嬉しい、楽しい気分になったらなと思ってますよ。
初コメすごい勇気いると思うんですけど、ありがとうございます。今日もたくさんの方がしてくださってね。嬉しい。大丈夫かな？見逃しないかな？みんなもお誕生日一緒に祝ってくれてすごい嬉しいですね。ただ私が見逃してそうでもしかしたら質問とかに気づけてないから申し訳ない。また、配信の後に全部コメント読ませていただいてますのでね、いつもありがとうございます。今お仕事中の方もたくさん見えるね。お仕事中の方頑張ってね。お仕事中にさ、見れる環境いいよね。でもしかしてあれだね、パッて開いてコメントで挨拶してお仕事戻ってくれてる方もいるかもしんないんけど。お仕事しながら YouTube が見れる、そんな仕事したことないわ、過去に私。ね、こんな感じでアンティークがそうやってきて、ちょっと、こっからね、このスターチス、カリッカリになったスターチスをもぎっていくと、多分スターチスの紫と緑がめっちゃいい仕事してくれるんじゃないかなって思ってる。これ。ここに色味プラスで。こんな感じで。こういうのも、茎がちょっと長すぎるなって時は、ここをカットしたりして使うといいよね。緑色がいいお仕事してくれる気がするな。で、どんどこ使う花材ができていくわけですが、これだけだと寂しいんで、おそらく金箔あたり入れるんちゃうかなって思う。金箔も売っとるやんな、100均に。私大量に昔ネットで買っちゃったのがあるで、それ使おうと思うけど、金箔も売ってるかなって思う。で、こうやって使うものがどんどん集まってきておりますね。今休憩中、そっか、仕事の休憩中に来てくれてる方もいてた。お疲れ様です。今日暑ない？だいぶ。私さっき郵便局やない、ポスト行ってきてんけどめっちゃ暑かった。お外がね。秋っぽい風は吹いてはいるんやけど、暑い。そんな感じだったよね。今日は全国のお天気どんな感じかな。ほんで夜は涼しくなったから、エアコンなしで行けるようになってきたね。ただ朝になると超暑いからめちゃくちゃ暑くて目覚めるっていう状態。最近そんな感じかな。カリッカリの、そうそう、カリッカリお花。どうなっていくかな。カリカリやと、まあ色がアンティーク調になっちゃってはいるねんけど、こっから劣化がないからいいよね。鮮やかな作品で販売しちゃうと、早いねと2、3ヶ月で色落ちとか始まっちゃってね、買った方をがっかりさせてしまうパターンとかもあるんですが、カリッカリ状態やったらまあこれ以上変わんないと思う。多分2、3年経っても変わらんのちゃうかな、こんぐらいになっとると。そう思ってる。あ、ずーっと日が当たる場所に保管しとったら、さすがにもっと茶色にはなってくれんけどな。暗い場所に保管しとれば、ほぼ変わらんのちゃうかなって思う。という感じで、こんぐらい用意しとけばいけるか？もうちょっと欲しくはあるよな。でもうちょっと鮮やかにしたいなって思ったら、手持ちの、そうだな、こっち組み合わすと色味が違って変だからな。ワンチャンありか。もうちょっと組み合わせ、1個パキッとした色入れてみると、また雰囲気が変わったりするねんけど、とりあえず今日はこれでやってみるね。多分ね、金箔さんがお仕事してくれるんじゃないかなって思ってる。机の上がぐっちゃぐちゃになってきちった。どんどんいろんなものが飛び散って。オレンジもワンポイントでいけるんで、ちなみにこのオレンジ過去にも使ったことあるんだけど、レジに入れるとめっちゃ鮮やかになってくれるんで、この猫じゃらし。とてもお仕事してくれる子でした。ちっちゃいけどね。という感じでお花がバラバラできたので、入れていこうかなという感じですね。いやー、神奈川快晴で30度。30度暑いよね。冷房ないと無理だな、まだ、日中は。夜はいらんくなった、やっと。これでやっと電気代がちょっと収まってくるといいな。電気代めちゃくちゃ値上がったからきついんだよね。お湯で、ゴミをピャーっと捨てて、一度お掃除をして、考えようという感じですね。北海道でも28度なんや。
まさに真夏って感じだ。朝晩の気温差10度はやばいな。で、体調崩してくから困るよね。朝晩の気温差が激しいと。学校とかでも流行っちゃうんだよね、その時期。風邪が。寒暖差による。わーい。できたんですが、まずね、基本抜きたいじゃん、これら。抜きたいんで、基本を抜こうと思いつつ、こういうやつらも登場してこっか。気泡を抜きたい。一応カラッカラのドライなんで出にくい部類ではあるねんけど、気泡を出したくはあるって感じだよね。埼玉クーラーなしでいけてるらしい。すごい。もうちょっとしたら全国的にそうなるかな。アジサイ、キャンドゥのアジサイで作ったら変色しちゃった？そうやな。アジサイは結構変色報告聞く気がするわ、キャンドゥに限らず。着色剤との相性とかそんなんもあるんかな？私も一時期アジサイはすごい作っとってんけど、やっぱりね、色落ちが早いから使わんくなっちゃったな。がっつり色入れてあるやつは落ちにくいねんけど、あんまり自分の好みの色じゃないもんでね、難しいとこではあるよね。今っていうか昔からずっと好きなのかすみ草かな、着色した。色持ちがめちゃくちゃいいんで。で、これを浸しましょう。今回は、キャンドゥにあったセリアにもあるはず。この広い朝食パレットなのでね、気泡も抜きやすいんじゃないかなと思ってる。みんなが全国の天気とか教えてくれてる。ありがとうございます。多分今日は全国晴れちゃうかなって思ってる。そうだよね。やっとさ、あれ落ち着いたんかな？ゲリラ豪雨とか雷すごかったやつ。落ち着いてきたかな、やっと。線状降水帯やらも台風が去ってったから落ち着いたかな。ほんで、これをちょんちょこちょんとつけましょう。こうつけたらさらにどういう色味が出るかわかりやすいんでいいかもしんないよね。あとは金箔さんも用意しときたい。金箔どこにあるだろう。金箔探しから始まっていくかもしんない、これ。今こんな状態になってますね。金箔。どこおる？前、引き出しの場所、あった！引き出しの場所とか変えたから、あった。金箔がいたー。も使うんじゃないかなって感じなんですが、金箔はもう結構使うと思うから、一回、どこかに細かく出しときたくはあるよね。こんにちはって、お昼休みの方もありがとう。ちょっと涼しくなったよね、ちょびっとだけ。金箔はさ、こんな感じでクリアファイルに一回出しといて、もっと使うかな。わーい。でレジンちょいって出して、一回伸ばしとくっていうかね、なんかやるよね。ちょびっとだけレジン出して、グルコサミンみたいにしてこね。この状態にしとくとすぐにほろって取れて使いやすいかなと思うんで、こうしとこっか、とりあえず。で、待機していただくと、いや、このモールドは、この半分側が、まるっと加工になってて、こっちがカクッと加工。ちょっと違うんだよね、同じハートでも。
大きさは一緒やねんけど。こっちなんて2個ずつあるから、そのままペポってつけるピアスにちょうどいいね。初参加の方いてるかな？こんにちは。お昼のライブ初めて参加お邪魔しました。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お昼のライブ初めてってことは夜ね、来たことあると思うんだけど、昼は割とまったりしてるよね。金曜日が一番流れ早いから。それにしてもたくさんコメントいただいててありがとうございます。本当にね。もうチャット欄とか参加してない方も十分立派なこまりっこですので、ありがとうございます。そして、何してんやっけな。どっちから作ろう？でもピアスにするんやったら個人的にはね、こっちのまるっとした方が合ってるよなーって思ってる。まるっとハートちゃんたち。こっちはどっちかというと、ヘアクリップの上にバレッタに並べたり、いやでもカクッとピアスも可愛いよな。全部作ろうか、とりあえずね。ということで入れようと思うのですが、まず最初に、ちょびっとだけ置いときたいね、これ。なぜこれ置くかというと、表面から見たときに、表面ギリギリの場所に花があると、いまいち、なんてやろうな、なんて表現したらいいんやろ。封入物の上にちょっとレジンのスペースがあった方が可愛く見えるんだよね、作品って。なんで、直置き花じゃなくて一回、クリアレジン置いといた方が可愛くはなるよね、こうやって。だからこの状態で、いやー、花の全部一気にのしたら時間かかるから沈んじゃうだろうから硬化してもいいか、これで一回。もし2、3個だけ作るんやったらこのままね、花をバンってのして硬化してもいいねんけど、一回硬化しとくわ、とりあえず。これでね、あれ久しぶりやり方忘れとんねんけど、それで合っとうかわからんけど。危ない、金箔が固まっちゃう。ブックエンド買ってこなきゃ。これも固まっちゃう。ブックエンド買ってこなきゃだな。この前のお部屋配信でみんなに教えてもらった。とりあえずこれで表面の位置のレジンを確保し、そして花を乗せていくわけなんだけど、適当には乗せないよね。すんごいバランス考えながら乗せたくて。ちょっと。こんな感じで。ちっちゃい作品だろうとね、バランスはすごい大事なんで。このピンク色って、この前もっと色濃かった気したねんけどな、薄くなっとる感もあるわな。頑張って、ちっちゃいけどバランス考えつつ乗せていくという感じですね。みどりさんがすごいいい仕事してくれるはずだから、オレンジも乗せていきましょう。たくさんコメントありがとうございます。すごい、待ってすごい有名な方が来てくださった。ありがとうございます。びっくりした。嬉しい。よろしくお願いします。紹介していいのか しない方がいいか分からへんねんけど、レジンのすごい方が来てくださって今テンションが上がってしまった私。ね、これからもよろしくお願いします。インスタでフォローしやってるんですが、遊びに来てくれて嬉しいです。で、こんにちはのコメントもたくさんありがとうございます。ブックエンドじゃなくて本物の紙の入れ物。間違えた。本系のカニの入れ物を縦に使ってます。100均がいいよね、やっぱりね。100均に何かいいものがあると見てるねんけど、私欲しいものが増えすぎちゃって、配信で。もう節約をしようと思ってた矢先やったので、どうしようって思ってる。一応今メモするだけして、買いに行っちゃったら、凄まじい勢いで使いそうだから我慢してるって状態かな。大きいハートこんな感じ。この状態かな。私が今置いたバランスは、すごく見にくいね。大きくした方がいいかな。今こんな状態で、金箔さんでお仕事してもらうって感じ。一気にこれで謎高級感出るんでね。
そのバランスがうまくできないってね。そうだよね。これが難しいと思うねんけど。で、まあ、レジン流してないとこに置いてるんで、移動はしんと思うけど、一回固めはしよっかな、このでっかい子は。うん。謎アンティーク感出てていいと思う、結構。ちなみに今日はこれ、ピアス金具つけたり、台紙に取り付けるとこまでやりたいな思っとんねんけど、さすがに金具は100均ではなくて、サージカルステンレス使うんでね。購入先書いてないな、今日。それらの。どこで買っとるっけな、私。1000個単位で買ってるから忘れちったな。はるか昔に買ったから。で、金箔も大きいのとかちっちゃいので、アンバランス感出すといいよね。とりあえず一つ目こんな感じになって、これを硬化しましょう。ドン。雲の球体気泡ブクブクで失敗した苦笑って。そうだよね。私配信で作ったんやけど、その後に失敗した報告めっちゃもらってるから、やっぱなんか、どこにあるんやろな、ブクブクポイントが。レジン液が収縮すると気泡出るねんけど、作家でやっても失敗しちゃってた方もいるんで、それ以外のところにも要素があるっぽいよね。なかなか配信でやるのと、実際作ってもらうのと違うで難しいよなーって思いながらいつもやってる。ちょんちょこちょんと。一応、これでかいな。ちっちゃい方なんてさ、1種類ずつ入れたら終わりじゃん、これ。でもこういうちっちゃい作品でもね、やっぱり配置がすごい大事だなって思ってる。頑張って花びらちっちゃくして入れれるようなサイズにカットして、タミヤびっちょびちょにしながらやってる。タミヤに頑張ってもらってる。後で拭いてあげるんでね。今ざ1個ぐらいがバランスいいかなって思うねんけど。あとは、いつも難しいなって思うのが、例えば、この2つをさ、セットにして販売するとするじゃん。その時に、左右を同じもの作るんか、左右対称にするか、それがすごい悩みどこでさ、台紙にペポって飾った時に、左右同じ方が見栄えは良くなるねんけど、実際つける時って、配置が左右対称の方がつきやすいんちゃうかなと思って、そういうとこにいつも迷うよね。ピアスとかイヤリング販売されてる方でね、その辺意識してる方どうしてるか気になるわ、私。過去はね、左右一緒に販売しちゃってたことが多いねんけどな。みんなやっぱバランス考えるの大変って言ってる。そうだよね。球体で気泡生まれちゃった方たくさんいてる。なんか原因を解明していきたいよね。でも私もね、球体に関しては過去に100個以上は失敗してると思う、さすがに。いつのお正月か忘れたねんけど、1日で50個失敗したからね。その時はめちゃくちゃ凹んだね、さすがに。練習要素ってか、やり込み要素があるかなって思う、球体は。今、まさに、立体レジンがめちゃくちゃ上手くてね、すごい方が来てくれてて、どうしたらあんな綺麗にできるんだろうと思いつつ、やっぱり作るしかないんかな、いっぱい。ビャーっと。緑でちょっとだけおしゃん感出そう、緑。あれみたい、水菜みたいな感じで。緑をちょっと乗せておく。今日はかなり細かいから、ローガーズの皆様も、っていうか私もよう見えへんな、みたいな状態やと思うねんけど。みんなタミヤ応援してくれてる。タミヤ今日体張ってね、びっしょびしょになって頑張ってるで。タミヤお願いします。タミヤと、もうピンセットくん、この2つだけでいけるね。で、このヒゲが長いヒゲをカットし、入れると。で、今回は
若干左右対称気味に作ってみてはいるけど、全く同じではないような置き方してるねんけど、金箔も左右でつけた時のバランスとかちょっと考えたくはあって、難しいって感じやな。ちなみに花以外も時間が、多分これちっちゃい作品で時間はありそうだから、花以外もやりたいなって思ってて、もしかして宇宙色とか夕暮れカラーも作るかもしんない。そんな状態かな。で、ミモザがちょっと分厚いので、真ん中の辺に置かんと多分、ぽっこり溢れるよね。溢れる予感がする。この状態で一回硬化かな。今こんな感じになってますね。ちなみに背景に色つける方法とかもあるねんけど、後で、色つけるタイプのものも作りたいかな。よく考えたら下にレジン流しとくとミモザが溢れる可能性があったで、ミモザだけ先置きとかあったかな。コツを教えてって言ってる。結構作り方みたいに載せてるよね、インスタに。リールとかね、作ってるとことか。多分もういっぱい作るしかないんじゃないかなって感じだな。球体とか立体レジンは上級者向けだよね、結局。で、失敗率も高いから、なんやろ、相場的なものも高くなるよね、そりゃ。私も多分、さっき始まった抽選販売でちょっと高く出しとると思うねんけど、失敗するんで、その分どうしても高くなっちゃうみたいのはある。そんな感じかな。金箔さん、金箔さんがかなりね、仕事してくれるはず、今回は。とりあえずこのモールド一面を一回埋めるね。この人たちで。ちなみにここまでカラッカラにドライしてあるとね、1ヶ月とか浸しといても、使えたりするよね、多分。全然色抜けない。強いかなって思う。どうかな？やってみんとわからんけど。だいぶ許されるね、放置が。ここまでカラカラに処理してある花は。すごい。レジン液の選定をちゃんとすることって書いてくれてる。だよね。収縮するやつだったら絶対100% 成功しないもんね。それは本当に思ってるけど、今書いてくれてて嬉しい。ありがとうございます。みんな球体に失敗して心折れてるとこにね、立体レジンの神様が降り立ってくれて感謝ですね。私もなんか失敗率減りはしたねんけど完璧ではないからな。で、みんなのコメントも今読ませてもらってます。ありがとうございます。前回のライブの時途中で寝落ちして気づいたらライブ終わってましたって。結構寝落ちしてくよね、みんなね。昼のライブでも結構寝落ちしてくれるねんけど、昼にさ寝落ちした方は夜寝れるんかなってなんか不思議なんやけど。お昼ね、でもこの時間帯やったらまだワンチャンいけるか。ペポ。こっちの方がちょっと深いから作りやすくはあるね。こっちのタイプより。そんな感じで頑張ってバランスを考えつつ置いてますね、今ね。ペポッペポッと。ちっちゃい方が簡単ではあるか。大きい方よりかは。って思ってる。でこれはね、こういうミニマムな作品は、ドアップで撮影するとめっちゃ可愛くなったりするよね。タミヤ頑張ってくれ。びしょびしょにされていく。どうかなバランス。あとオレンジさんが欲しい。オレンジのピッピが欲しい。お。じゃあもうできた。こっちのさ、カクカクハート側はね、背面色付けもしたくはある。
で、あとは大事なことを言い忘れた。この固める直前に端っこの方まで封乳を広げとかんとね、真ん中に集まってるものが完成してしまうんで、固める直前にちょっとだけこう、モールドの端の方までやるねんけど、まあ今固める直前やないねんけど、これ言い忘れてた。小まりさんのお声は安眠へいざないますって言ってもらえて嬉しい。確かに、現状一番収縮しないのソフトレジン液やねんけど、ソフトで作るのどうなんかな、やったことないでわからんねんけどな。あ、でも雲の気泡が、ソフトレジンってね、気泡がレジンに出てくるんだよね、レジンが柔らかいせいで。雲の気泡が出てくるかもしんないね、後から。ソフトレジンで作ると。で、ちょっと難しいとこかもしんない。いろいろ試してみるのがいいし、あと、なんやろな。相性あるねん、レジン液と自分のね。そのあたりも大事かもしんないね。意外とみんながこれいいってやつ使ってみたけど、あんまうまくできないなってパターンとかあったりするからね。で、金箔を乗せまして、これをまた硬化しようかなという状態ですね。できたできた。どんどんアンティークな子たちができてきてますが、これで一回硬化しますが、待って、ここだけ。バランスが。これでいいや。ペコーン。で、小4の息子も小まりさんの声は眠たくなるね、癒し声だねといつも言ってるって嬉しい。安眠用などに使ってもろて。ありがとうございます。結構みんな眠たくなるって言ってくれてる。5種類使い分けてる、すごい。私も3種類使う作品はありはするけど、5種類はすごいよね。やっぱそんぐらいのこだわりになってくるんか。らしいで。やっぱいろいろ試してみて自分に合うやつとか、このパターンやとうまくいくみたいなやつ見つけれるといいかもしんないよね。こんにちは、お邪魔しますって。いらっしゃいませー。お疲れ様です。寝る前にピルクルミラクル。ピルクルミラクル出た。いや、ヤクルト1000を飲むので、昼寝してもバーチコリ夜寝れるらしい。あれやっぱ効くやんな。私イベントの前の時期に頼ってみたねんけど、すごいよく寝れた気がするし、みんながよく寝れるって言っとったのを信じ込んどる効果のおかげで、よく寝れた感もあるよね。思い込みって大事じゃん、結構。みんなが寝れるよって言ってくれたおかげで、ピルクルを飲むと寝れるみたいな脳内にインプットされてる。そのおかげで気持ちの問題で寝れてた感もある。大きい方が、見えてなかったみんなに。大きい方が作りやすくはあるよね。ぐるぐるぐるこサミント。球体100個捨ててる。私ね、失敗したレジン作品ね、すぐ捨てるねんな。実はこのコマリンライブで作ったものも配信後にこれダメやったな、ポンみたいなすぐ捨てちゃうやつとかもある。それはね、心理的要素があって、なんやろ、失敗した作品見るとへこむやん。見たくないねん、私。なもんですぐ捨てちゃう、いつも。ポーンって。もったいないけどね。でも失敗した分、ちゃんと、なんやろうな、どこがダメやったとか、そういうの分かっとけば成長になるかなと思ってるんでね。無駄やなかったと信じたいよね、レジン高いから。この失敗は無駄ではなかったと信じ込みながら捨ててるって感じ。いっぱいできたで。こんな感じでたくさんの子たちが育ったんですが、この大きいやつはもう一個ずつ作んなきゃダメなんだよね。ってことで、シリアの花材をばらしまして入れてみると、意外とアンティークで可愛くなるのではないかという予感がしつつ、これを一回固めた後に、どうしようかな。そっか。固めた後に、こっちの
こっちの上3個は背景の色つけるパターンで、こっちはクリアで作ろうかなって思ってるんですが、ピアス金具とか金具つけるとこまでやりたいからな。このあたりも考えつつやろうかなっていう感じです。で、これ固める前に、この端っこの方まで封入物をビヨーンと伸ばしとかないと全部真ん中に集まってるものが完成してしまうんで。この金箔内側の方がいいと見た。こうして、なんとかして、この状態で硬化しようかなと思ってます。茎が邪魔かもしんないな。これでね、これなんかついてる。失敗した作品みんなどうしてるんやろうな。私はもうね、見たくない。バーンって捨てちゃう。前、失敗した作品をなんかで砕いて封入にしてるって方いたな、そういえば。細かく砕いてね、ガラスのかけらみたいにして封入にしてる方がいてたけど、その労力もなかなかやばそうやなって思って私はやる気にはなれんかったんやけど、そんな方もいたよね。綺麗なかけらたちができるんやったらやる価値はあるかなと思うねんけど。捨てるくらいならプレゼントへ。でもなんやろな、人の手に渡らせたくないぐらい下手くそなやつとかあんねん。私の中で。そういうやつはポコーンっていっちゃう。失敗したものを私はしばらく貯めちゃいます。今後の勉強になるかなと思うのですが、やっぱり見ると使いますよねって嘘やねん。メンタル的な問題で捨てちゃう。でも失敗して取ってあるやつか。勉強になりそうで取ってあるやつは実は何個かあって、例えばこれは、枠を透明にして、オイル入れたら消えたんだよね、イニシャルが。これは失敗例としてみんなに見せる機会が多いからね、取ってあるね。3年前 ?2 年前 ?1 年前 ?2 年前に作ったやつやねんけど、これ失敗やねん。フレーム透明なところにオイル流したら消えるっていう。これは取ってある。大人の色合いで可愛くなってるかな。この後どうなるかな。モールドから外すとまた雰囲気違うだろうから楽しみだね。で、この後することと言いましたら、ドーン。まず、丸っ側の方はこのままクリアな作品にしたいと思うので、丸どっち？こっちか。クリアな作品にしようと思うので、こういきまして、いけるとこまで。パンパンにはしないんだよね。説明むずいねんけど、ぷっくり表面にぷくってならんようにしたい。なぜかというと、この後金具取り付けがあるから。ちょっと平面もしくは若干へこんでるけど、ちゃんとこのモールドの縁はいっぱいになってる状態にしたくて。これ語彙力足りない問題なんだけど。もうちょっとここに数滴入れるとぷくってなるじゃん。そこまでは行きたくないんだよね。金具取り付けがあるんで、この後。外した時にまっすぐもしくは若干へこんでるぐらいにしたい。そんな状態かな、今。で、こっち側に関しては、この後色入れる。いや、裏から塗ればいいか。いやー、入れようか、この状態で。少なめに入れて、最後の面でカラー入れたくはある。1ミリぐらい余るように入れたって感じかな、今。これで一回硬化したいよね。若干、大丈夫やと思わないけど、最強放置ちょっとしたいかな。なもんで、その間に企画をやっちゃおうかなと今思っておりますので、少々お待ちくださいね。このね、縁についてるやつ取っとかないとバリになるんで、これを取っときましょう。で、ほんまはモールド、ぐねぐね動かさん方がええねんけどな。ぐねぐねしまくってるね。縁についてるやつらは取っときたくはある。ちょっとだけ気泡出てくると思うんで、このまま放置したいと思いますよ。
で、砕いたら陶芸作家みたいだよね。失敗したやつ即捨ててる。一緒や私と。もう見たくもないねん。いなかったことにしたいそんな感じで捨てちゃうすぐ。わ、すごいいっぱい来てた通知が。ありがとうございます。今、注文が52件来てた。52件ってか、多分20個応募してくださった方も1件扱いやねんけど。52件の注文が来ていた。そして、これをポチッと。こうかな？ポチッとしまして、タイマーオンしましたよ。確認してね。ほいで準備しよう。また抽選作業も頑張ってしたいと思いますのでね。どうしようかな。この後、インスタライブじゃない、インスタのストーリーズとか投稿で告知するのあえてやめようかな、今回。そういうパターンとかもいいよね。ただ、苦情来そうやけど、あ、そんな販売なかったことにしてやっていけばいいんか。ということで、じゃん！この放置中にプレゼントチャンス始まりましたよー。ただいま、ライブの概要欄、こちらの動画の概要欄にプレゼントに応募できる URL が登場しましたので、リアルタイムで今ライブを見てくださっている方のみご応募できる形となっているのですが、ぜひご応募ください。一回動画閉じて開いてもらうと、URL が登場していると思いますのでね。応募してくださった方の中から抽選で1名様に、コマリンライブで作ったアイテムやら、コマリンライブで作ったアイテムやら、コマリンレジンの、こんなノベルティが入ったアイテムが届きますよ。当選した方は2日以内にメールが届きますので、よろしくお願いしますと。ほんで一回読ませてもらおう。コメントがたくさん来てて嬉しいからね。失敗したやつ捨てれずに貯めてる方結構多いっぽいね。今コメント見てる感じ。そしてこんにちはってお仕事中に来てくれてる方もありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね。失敗作でも欲しいって言ってもらえて嬉しいけど、私さ、見せるのが恥ずかしい。もんなんか手に取って失敗したとこ見られちゃうの恥ずかしいなーという感じ。そっか、取っておいて、捨てる気持ちができた時に捨てる。もしかして、捨てるとなかったことになった気分ですっきりするかもしれんで。ね、仕事帰宅中の方もお疲れ様です。いやー、たくさんコメント来てる。ありがとうございます。水曜日なのに嬉しいな。たくさん来てくれて。タイマー OK チェックしてくれてた。やった。企画応募完了ですって。ありがとう。そっか、今日初コメしてくださった方は初めて参加できてるんだね。応募の仕方とか大丈夫かな？わかるかな？ありがとう。あ、いた。じゃじゃーん。ありがとう。応募と高評価ぜひしてってね。マルキンちゃんだよ。またね。バイバイ。応募完了ありがとうございます。車の移動中だけどお邪魔しますって。ありがとうございます。最近結構車の中でさ、コマリンライブ聞いてるって言ってくれてる方いるねんけど、すごいね。もう今の時代車の中でも YouTube 見れちゃうんだね。テレビで見れることさ、私自分のライブするまで知らんかってびっくりしたねんけど。時代がすごいよね。そんな気泡出てこないか固めよっか一回。固めて、で、こっち側だけまだ、レジン、パンつくパンじゃないんでね、こっちだけちょっと色入れようかなと思ってる。あ、外した後に色付けでもいいな。どうしようかな。すごい迷う。てか久しぶりやで覚えてないねんな。とりあえず公開しますね。こんにちは。ちょうど仕事終わりましたって。ありがとうございます。お疲れ様です。
ピアスとか販売したいけど、金具、そうそう、金具選択にするのめっちゃめんどいねん。だから一番簡単なミンネだけで今販売してる。ピアスイヤリング。ラクマとかメルカリだとね、コメントとかメッセージで指定してもらわなきゃいけないんだよね。ミンネとかクリームやとおそらく、金具を選べるメニューを用意できるもんで、やりとりなしで指定してもらえるねんけど、メルカリとかラクマやとやりとりで聞かなきゃいけなくて、で、なんなら発送した後にイヤリングがいいですとか来てるパターンあんねん。連絡がね、時差で届いちゃって。私結構注文入ってから2、3時間で発送するとか結構多いねんけど、発送した後にイヤリングがいいですって連絡来るとかあんねん。それが嫌でね、今ミンネだけで販売してる。応募しましたって方もありがとう。そろそろメール来いって。メール来い。来るかな？レジン始めたきっかけが好きなキャラ作りたくてだった。なるほど。初めて買ったのがシリコン型塗り剤。すごい。むずくない？私一回買ったことあんねんけど。細かい気泡ビャーって出てむずかった、あれ。そっか。私実はさ、シリコン型塗り剤今持ってて、カービィを型塗りしたくて、こんなん、ちょっと計画しとんねん。ただでかすぎるかこれ。もっとちっちゃいフィギュアの方がいいかな。で、型取りしてさ、抜くときに簡単なやつが良くて、もし両腕が下がってたら、スポンって抜けそうじゃん、うまく。多分、片腕上がってっから難しいかな。実はちょっとこれを型にしたくって、材料だけ揃えてあるけど、始める勇気がないみたいな状態やったりする。もうちょっとちっちゃいやつの方がやりやすいかな。でもやっぱね、多分取り出すときにむずい形状とむずくない形状があって、いつかなんかやるかもしんない、私も。ちなみに過去にモールドは作ったことはあってんけど、すごいちっちゃくて単純なやつを作ったから、キャラクターとか大きいやつできる自信がないな、あんまり。ちょうどプレゼントチャンスだったよー。販売のチケットも応募してくれてた。ありがとうございます。どうかな？販売に関してはかなり運ゲー要素強めかと思うんですが、気になるのがあったらぜひ見てみてね。金属アレルギーあるので販売ってなると悩みますって。そうだよね。ちなみに私は普段サージカルステンレス販売してるねんけど、金属アレルギーの方はサージカルステンレスやとほとんどの方が出ないって言うねんけど、今まで200人、300人に1人ぐらいの割合でサージカルステンレスでも出ちゃった方がいて、アレルギーが。あれこれじゃないな。引き出しの音がピーピーってる。こういう感じのさ、サージカルステンレス使用しとんねんけど、稀にサージカルでも出ちゃう方がいるねんけど、いろいろその方に試してもらった結果、サージカルステンレスシルバーだったら出なかったんだよね。多分最強に出ないのがサージカルステンレスシルバーじゃない。引き出し開けるときひどい音がする。サージカルステンレスシルバーが一番出ないなって思ってる、自分の中で。どこにあるかな。あとは何だっけ、ゴールドみたいなやつとか、チタンポストがさ、チタン加工されてるのが針の部分だけやもんで、その針の部分以外のところに当たって出ちゃう方とかいるんだよね。いろいろあるねんけどな。シルバーが最強かなって思ってる。ガチの金属アレルギーの人に。反応する成分人によって違うからむずいねんけどな。ミッフィーちゃんなら耳からスルンと抜けそうだよね。もうやったってことかな。もうできたってことかな。結構、推し活とかキャラクターグッズのためにレジン始められる方多いよね。初コメさん来てくれてた。初コメ応募ですって。ありがとうございます。しかも応募してくれて嬉しい。ぜひぜひ見てってください。ありがとう。
リアルタイム配信間に合ってる。目が覚めた。寝てたんや、今まで。寝ててよかった。起きれてよかったよー。医療用の、確かにステンレスすら、でもシルバーステンレスがダメやった人は一度もいないな。ゴールドに関しては数百人に一人ぐらいの割合でダメやったっていうことを教えてくれる方いるね。そういう時はね、ちょっとシルバーの方使ってみますかって感じで取り替えたりしとるねんけど。で色入れるんだったね。色、あんまり使うの少ないんで、このパレットの上に色作ろうかなと思っておりますよ。ノンホールピアスが好き？ノンホールピアスもね、最近、若者に人気かなって思うノンホールピアス。若い子が選ぶイメージあるねんけど、あれ残念ながら消耗要素あるんで、樹脂素材使ってあるんでね、消耗要素があるもんで、伸びてきちゃうんだよね、使ってるうちに。なんか一応私のサイトでは取り替え受付とかもしとるねんけど、ノンホールは使ってるうちに、いや、使い方も大事らしいねんけどな。コツがあるらしいねんけど。金具選び難しいよな。お仕事戻られる方もありがとう。頑張ってきてね。私もアレルギー持ちですが、サージカルステンレスのネックレス大丈夫だったのに、ピアスは最近痒くなりますって。そうなんだよね。私もまさに同じ感じなんやけど。ということで、これにて企画が終了しましたよ。ありがとうございました。ご応募してくださった方ね。アーカイブ見てる方も、もしリアルタイムで遭遇したらご応募お待ちしてます。多分やけど、ピアスって結局生傷じゃん。塞がってるとはいえ、元傷じゃん。体内に近いというか、傷要素あるやん、ピアスって。そのせいかなって思っとるねんけど、私。耳の穴の方が出やすい疑惑はあるよね。ステンレスピアスシルバー大丈夫ですが、同じ店舗のゴールド買ったら痒くなりました。そうだよね。ゴールドは結局、シルバーのステンレスの上になんか塗っちゃってるんで、その素材がダメやったら、ダメってなるんだけどね。ちなみにサージカルステンレスの質も店舗によってちょっと違ったりするからね。難しいよね。ちなみに作ろうとしているお色は、ホワイトとコマリカラナッツと茶色でいこうかなと思ってる。で、マーブルっぽくしよう。量がむずい。ちょっとしか作らない。絶対出しすぎた、このナッツ。出しすぎてる。で、茶色も出したい。その問題があるからちょっとイヤリングとかピアスって販売するのに勇気いったりするよね。白が少ないかもしかして。これ買わないかんのやったらもう空っぽっぽいから。空っぽじゃない。これ3色でやろうと思っとんねんけど、作りすぎた感はあるよね。出かけてくる方もいってらっしゃい。今日外暑いから気をつけてね。そしてアーカイブも見てくれてありがとう。なるほどね。ゴールドのサージカルステンレスはシルバーに PVD コーティングをしてゴールドカラーにしてる。このコーティングのせいで出ちゃうって感じか。シルバーの方が純サージカルステンレスって感じするよね。そっか、18金のやつは出ないって言うけど高いもんね。一気にね、私も検討したことあってんけど、金具だけで、1個分で700円した気するねんけど、そんぐらいなかったっけ？ちゃうかな。白もっといるかな？よくわかんなくなってきた。怖くてピアス開けないままこんな年になってしまった？開けたばっかは痛いよね、さすがに。こ
これ話すとまたさ、やんこまとか言われるかもしれんけど、私中2の時に休み時間に安全ピンで開けちゃったピアス。当時、ピアス流行ってたんだよね。ピアッサーで開けるとか、そういうのが流行っててんけど、無性に開けたくなっちゃって、間違えた、これ茶色じゃなくて黒が良かったな。すごい開けたくなっちゃって気持ち的に勢いタイプなもんで、安全ピンで開けちゃった。絶対良くないよね、今思うと。まあ、アホやったっていう感じなんやけど。その後はピアッサーで開けて全部、一番多かった時期で7個あってんけど、閉じちゃったよね。うち、最後の2個は、出産前まで開いとったやつが出産後に閉じとったもんで、ワンチャン生きんだ時に穴閉じた説がある。やっぱり元傷だからね、ずっと手入れしてないと閉じちゃうんだよな。ピアスのいいとこは落とさないってとこだね。多分ピアスがビャーって流行った時代、私とおそらく同世代かちょっと上の方は、当時ってピアスじゃないと可愛いデザイン売ってなかったんだよね。今ハンドメイドとかでイヤリングでも可愛いのいっぱい売っとんねんけど、街の耳のアクセサリーがピアスしか置いてなかったっていう時代があったもんで、そのために開けた方もいるんじゃないかなって思う。今こんにちはって来てくれる方もたくさんいる。ありがとうございます。お昼食べてすぐ寝ちゃってた。すごいいい感じにダラの極みやってる。安全ピンでやってる人多かったね。ちょっと流行っちゃったんかな。氷で冷やしてやるみたいな。私、痛みにかなり強い人間なんやけどね、そのせいで勢いでいっちゃった感じやった。で、色を入れてこうかと思っております。いやね、生き身で閉じたねん、最後の2個。確かに妊娠中はピアスつけとってんけど、出産後に穴が通らんかなとった。だからそんぐらい大変なんだろうね、出産って他人事みたいに言ってるけど。わかる？ピアスじゃないと可愛いのなかった時代があったんだよね。その時に開けた方もいるんじゃないかなって思う。ビビアンのピアスとか懐かしい。そうそう、ビビアンのもう靴下とかタオルとか、お金がある方はカバンとか靴とかね、買ってたその時代だと思う。あの時代になかったんだよね、イヤリングが。ピアスしか売ってなかった。なので、そのおしゃれのために開けた方は結構私も含めいるんじゃないかなって思ってる。謎マーブルにしたいと思ってて、とりあえず色ちょんちょこ置いていくね。全然作る量足りてないわ、白が。まあ、いっか。他の色でごまかすか。雑に置いて、1個いいからね。色を置きました。もうちょっとアップがいいかな。軟骨ピアスは怖くてできんかった。私、痛みには強いねんけど、骨にピアスって想像しちゃって怖くて開けれんかってんけど、痛いやんな、普通のピアスより軟骨って。軟骨は開けんかったな、最後まで。でも流行っとったよね、ちょっと。パンクコーデみたいなのが流行った時代があって、その時につけてる方多かった気がする。昔は昔のトレンドがあったからね。軟骨は勇気でんかったなぁと、ボディピアスとかも。注射器で開けた。注射の針で開けた子か。自分でぶっ刺してた。休み時間にトイレの鏡で。みんな見てた。わ、すごい、怖みたいな感じで。で、次の授業の時、安全ピンを耳につけたまま授業出てた。でも同じコメントがある。安全ピンつけたまま授業を受けてた同級生いた。それあれ私じゃない？それもしかして。私かもしれないね、それ。生姜の輪切りを後ろに当てて、針でぐさって姉に
で、開けてもらいました。生姜の輪切りとは、もしかしてあれかな、殺菌成分があるから。待って、白が全然足りないや。どうしよう。もうちょっと作んね、白。思ったようになんないや、このままやと。あ、待って、白、作りだめがあるんじゃん。作りだめした色に白がある気がする。なかった。あ、ちゃうわ。こっちや。白がある気がするねんけど。気のせいかな。あー、空っぽになってる。空っぽやった。白作りだめ。ピアス若気の至りで 00G。めっちゃでかいやつじゃない、穴が。まで拡張したら、10年放置して一定の大きさから穴が縮まなくなって、可愛いピアスつけれなくて困ってます。でっかすぎる穴はもう縮んでもくれないらしい。もう体が傷認定しなくなっちゃったんだろうね。こういう部位だから修復しなくていいや、みたいな。体に判定されたんじゃない？そうやって。でっかい穴でよく開けたね。そっちの方がむずいってか痛そうなイメージあるねんけど。軟骨の痛みは場所による？そうなんや。あ、ナッツ混じっちゃってた。まあ、いいか。今ね、ベージュカラーで塗ろうとしてるわけ、さっきから。こんな感じで。で、なんかモヤモヤっぽくなればいいかなって気持ちで塗ってる。モヤモヤっぽくなるかなーって塗っております。で、薄すぎると色出ないもんで、ここの濃度も結構難しかったりするよね。今ちょっと濃い感があるんで、この後クリアレディに足そうと思っとんねんけど。茶色作った意味全然なかったな。使ってないじゃん。一回こう色入れるじゃん。クリアレディにもうちょっとだけ薄くしたい。ペポッと。なるほどね。みんなのピアスイヤリング話がいっぱい載ってて、ありがとうございます。これ後で読ませてもらおう。私は昔からイヤリング派です。痛いの嫌で開けれなかった。そうだよね。痛みに弱い方はそうなるよな。でも今良かったよね。可愛いイヤリング増えたから。昔ほんまにね、ピアスしかなかったんだよね。可愛いやつ。これでね。ちなみにこれね、気をつける点があって、うまくマーブルできたって思ってても、表側から見たときマーブルになってないパターンがあるもんで、もう筆を下の面までぐしゃってぐすって、入れてなかった。ブシュってしっかり刺して、底の方まで塗らなきゃダメで、マーブル。表面だけうまくマーブルいっとると思ったら、実は表から見たら全然マーブルじゃないパターンとかあるもんで、筆をブシュって下の方までぶっ刺してもろて、ほんで、こうやってぼやかすといいよね。表側から見たらうまくいってたりするねんけどな。なるべくぶっ刺しスタイルでぼやかしてもろてね。で、こっち側はこんな感じで色をつけてみました。もうちょっと濃い色もいけちゃうね、こっちとか。あ、入れすぎた？大丈夫？こうなると白もうちょっと入れたい、白。白おるか？もうないか。色が。なんかカフェオレみたいな色になったで。とこっちのバランスちゃいすぎるな。あんまわかんないと思うけどね、表から見ちゃったら。ね、で、こちらも色がつけれましたので、この状態で硬化したいと思う。ちなみにこっちのハートのちっちゃい方はさ、ちっちゃすぎてイヤリング金具の方が大きいんだよな。そうなるとちょっと金具が見えちゃったりするから、そういうののためにピアスにした人もいるかもしんないね。ちっちゃいポチッとしたやつつけるんやったらね、ピアスが一番すっきり見えるから。この白が多いな。ね。
うになった気持ちなんで、一回硬化して、で取り出せるかと思いきや、まだね、ちょっとあることをするんで、まだ取り出しません。この後何が起こるでしょうか。一回硬化してみましょう。耳たぶ薄い方は開けた方がいいか、確かに。イヤリング落ちやすくなっちゃうもんね。ほんできつく止めると痛いもんな。看護師だったので注射針で開けました。すごい。こまりこさん、何気に現役看護婦の方とか過去に看護婦やったって方多いね。そんな気がする、今までの配信見とっても。ほら、元ナースって言われてる。たくさんいる気がする。で、一回コロコロと読ませていただいてますよ。たくさんコメントありがとうございますね。マーブル可愛くできてるかな？表から見るとどうかなって今緊張してる。ね、挟んでるとこ痛くなりはするよね。私も両方使うねんけど。で、固まったじゃん。これね、外すかと思いきや、ピアスの場合だけだけど、このままいっちゃいたいんだよね、こうやって。今、まだモールドに入ってる状態なんだけど、ここでつけちゃいたい、一回。ピアスの場合ね、ピアスの場合。イヤリングやったら一回出しちゃった方が扱いやすくなんねんけど。ピアスの場合のみ。ここでつけちゃいたい。外した後手に持つの大変じゃん、ちっちゃいから。外した後にもう一回ここのモールドに入れてつけてもいいか、よく考えたら。で、置いて、変なライトないかな。アホ丸出しライト。それで上から固めたいね。あんまり動かしたくないから。アホ丸出しライトを探していく。あったあった。位置大丈夫かなってしっかりチェックして、で、固める。お、すごい。ナースの方がめちゃくちゃいる気がする。すごい。たくさんいた。6人おらへん、今。この時点で。過去ナースやったり、今されてる方。すごいね。いつもお疲れ様です。すごい聞きたいことあるねんけど、ナースの人に。お化け出る？病院で。ほら、夜勤とかされるでしょ、ナースの方って。私よく見るやつで気になっとることがあるねんけど、例えば、ネットでよく見る書き込みやと、死ぬ間際の方は、匂いとか影でわかるみたいなやつ。待って、表から硬化するの忘れてた。表から硬化した後に金具つければよかったね。裏返して手で持っとくか。死ぬ間際の方からさ、なんやろ、もうなくなっちゃうなっていう雰囲気が出てるとか、あと、普通に当たり前のようにお化けがいるとか、そんなんよく見れねんけど、ネットで。それほんまな。すっごい気になっとる。ナースしてると当たり前みたいな感じで書いてる方がおるねんけど。ナースの方、他にもいてた。すごいすごい。10人ぐらいいる気がする、今。ほんとお疲れ様です。大変だよね、ナースさんは。必要なお仕事だからね、絶対に。聞きたいの、それかいって。お化け出る？すんごい気になっとんねんけど。死ぬ前の刺繍みたいなやつはよく見るよね。つこめさん来てくれた。私もナースですって。ありがとうございます。すごい。ナースの方が現在10人以上いてくれてた。今は専業主婦でレジンばっかりやってますって。ねえ、レジンばっかり楽しいよね。すんごいそれが気になって、もし、ある方、見たことある方とかいて教えてほしい。病院で夜勤してますが、お化け出ません。やっぱそうな。ネットに書かれてるのはちょっと大げさに盛られた話ってことかな。お化け出ない。
霊感がある人は見えるらしい。霊感とかあるんや。霊現象ありますよって言ってる。すごい気になる。人によるんかな健康な話ではなかった。先輩に見える人はいました。あと亡くなる前はカラスたくさん飛んでる時は結構当たりますって。怖い。亡くなる方はわかる。けどお化けはいない。看護師友達誰もいない部屋からナースコールあるって言ってた。すごい。介護施設でも幽霊いるから病院はいっぱいいそうって。そっか。聞いてる感じ。嘘でも本当でもなく、人にもよるって感じかな。いやー、すごいね。本当ですよって言ってる。お化けより人間の方が怖いですよ。確かに。それはわかるかも。ふわっと現れるお化けよりクレーム入れてくる人間の方がよほど怖いよな。元ナースで死ぬ前の人がわかるらしいですってお母さん。そっかー。一回外してみるね。いや、めっちゃ気になる。もうちょっと読みたい続き。わ、出たー。マット感あるな。絶対可愛くなるこれ。今ね、マット感出てるねんけど、多分このモールが鏡面仕上げじゃないタイプかな。多分この後コーティング剤になったら超可愛いと思うねんけど。こっちも。あれ、マット仕上がりじゃん。このモールド以外にも。ツルツルじゃないね。今日使ったの初めてだよ。かなりマットに仕上がってるね。とりあえずこんな感じになったよね。ほんで、やっぱり、こういう残ってたとこがバリになっちゃってるんで、一回取り除きつつ、この後、コーティングするときにめっちゃ可愛くなってくから、ちょっと待っててね。まずバリバリを、今日頑張りまくってるタミヤくんに取ってもらいつつ、でもマット感あっても可愛いけどな、結構。つるっと仕上がるタイプかな思いきや、マット系モールドであった。あれも使わなきゃ。ポンポンスタンドとかも必要やな、この後。でね、これ後でつがいじゃないわ。対になるやつを作るとして、この2つは。この2つはピアスにできるよね、もうこのまま。やり方を見せていこうと思うし、台紙に取り付けてあげるとこまで行きたいんだよね。まずバリを取っております。私子供の頃入院してた時に、霊安室を指さしながら誰かの声がするって言ってたらしいってお母さんが教えてくれたんかな。お母さんびっくりして怖くなっただろうね。ということで今こんな感じになっております。これは今ね、このモールド思ったよりマットに仕上がるタイプやったね。まあ100円やから許すかな。コーティングしたら変わらんし。なんでマットな状態で出てきたので驚きなのですが、ここからコーティング剤などを塗ってツルピカハゲマルを目指していきたい。そんな感じだよね。亡くなる前の方で鼻が伸びたり匂いだったら感じるってことか。このモールド私もマットになった。みんなそっか。見た目じゃわかんないよね、マット仕上がりモールドって。これマット系だった。じゃあこのさ、ハート以外にも似たような種類のモールドあってんけど、全部マット仕上がりってことかな。確かにこのままでも可愛いっちゃ可愛いよ、すりガラスみたいで。この状態が好きな方もいるかもしんない。患者さんが亡くなった人が廊下歩いてた。廊下で落としたから見に行ったら何もなかったとか、慣れればなんともない。とかもう日常茶飯事やっけ？そういう感じなんや。わあ、面白い。超いっぱい話があって面白い。後から全部読んでみよう。今真剣に読んでて配信してること忘れてた。みんなの体験談が面白くて、真剣に読んで配信してること一瞬忘れたわ。そっかー。どうしよう。あれだよ。怖いよ。夏も終わってるのにホラーっぽくなってきたね。怖い。
頑張って作品作ってこっか。えまた間違えてる。やばいやばい。日常茶飯事。じゃあなんとなくそんな気がして、いやでもお茶の茶やった気がするから、茶飯事って読むわけないよなって思って茶飯事って言ったら、茶飯事の方が正解やった。惜しい。惜しいとか言って誰も惜しいこと知らんねんけど。茶飯事知らなくて茶飯事だそうです。こまりこキッズ間違えて覚えないでね。コロナで入院になっちゃった？熱が40度超えて呼吸困難になり、肺炎とかではなかったですが、高熱が続いてます。大変。40度超えきつい。私もね、なった時40度超えたんだけど、熱下がった後にもう2週間ぐらい引くんでね、体力をめちゃくちゃ落とされちゃうんでね。しばらくお大事にしてくださいね。今多いねんな、コロナになっちゃってる方。こまりっこさんにも多いし、全国的にも多いらしいねんけど。悲しい。しばらくゆっくりしてくださいね。ほんで、これね、ここに、一回、強化のための、金具を全部覆い尽くす感じで、強化のために塗りまして固める。まずそれは、これ絶対大事だよね。しないと、もう下手したら台紙から外すときに、ちなみにこれ、クリアデザインなんで、レジンで金具つけたんですが、クリアじゃないときは絶対に接着剤使わなきゃダメだよね。この、金具の下にね、未硬化レジンが残っちゃうと、壊れたときとかにそこ触って、画角見やすくしようか。壊れたときに未硬化レジン触ってアレルギー発症とかあるんでね、クリアじゃない作品の時は絶対接着剤でつけなきゃダメだね、金具は。接着剤でつけた後に、こうやって上からレジンでコーティングする分には問題ないねんけど、光当たるで。細かくて落ちていく。助けて。なんか掴むやつとか使った方がいいかも。洗濯バサミとかで挟んでやった方がいいかもしれない。プチッと。あれでもいいか。配信やったら見やすい方がいいから、棒のやつどこやっけ、棒のやつ。棒のやつどこやっけ？棒のやつと、最近見たのにな、机の上で。棒のやつがないわ。棒のやつって言っても誰もわからんしな、絶対。ドボンコーティングするときつける。メモクリップ使いたかったんけど、ないわ、どこにも。なんでやろう。おとつい、なんなら昨日使ったはずやねんけどな。どこにあったやろ、棒のやつ。使っとったはずなのに。どっちやっけやっとったね、今。本当は棒のやつでやった方がみんなが見やすいやろうかやりたかったんけど、こうやって何かで掴んだ方がやりやすいよね、多分ね。さっきみたいに、とか言って落ちちゃって終わるから。ぬり、こうぬりしまして、ちゃんと強化してから、この後コーティングをしたい気持ちではある。今端っこ固めてるんですが。いやー、コロナの方多いんだよな。今。ほんと、お大事にしてくださいね。しかもね、しばらく、めまいっぽいやつ残ったな、私の時は。お熱とか以外の症状が。私は熱のある人の匂いがわかりますって、昨日それ流れてきたで、X でおすすめで。友達に熱の匂いがするから帰ってって言われて帰ったら、次の日に発熱したっていう投稿が今バズっとって、昨日 X で流れてきた。匂いでわかるのすごいなぁ。そういう体質の方もいてるんやなぁ。一個塗ってもう一個も塗りたいよね。プリ。
ちょん。ちなみにちゃんとした色味というか、表から見た雰囲気は、この後にコーティング剤塗った時にね、わかると思うんで、お楽しみに。まだしっかり見えてないからね、マットで。マット状態も可愛いから、販売、これで販売しても、すりガラス風とか言って販売しても、使いやすいっちゃ使いやすいよね。塗りまして、硬化すると。こっちはね、吊り下げタイプにしたいと思ってる。プラプラの。この後ヒートンつける作業もあるって感じかな。棒のやつ出てこんかってんけど、どこ行ったんやろう。金具の上も塗って大丈夫ですかって今やってることでやってるかな。むしろ塗った方がいいよね。金具って油つくと劣化しちゃってくから。塗った方がいいレベルだよね。強化されるし。そして、多分固まりましたので、このちっちゃくて扱いにくいけど頑張ってコーティングをしようかと思います。扱いにくいっていうかね、配信で見えにくい。見えにくくて困ってる、さっきから。ちっちゃいから。ね、これを、トロコートでいいよね。いや、これちっちゃいやつ清原使いたいねんな。サラコート？いや、サラコートはかけちゃダメだ。清原今このボトルの状態だからな。もう一個ケース買わなきゃダメなんだよな。サラコートのせいで、サラコートのボトルがない。サラコートのケースがないから。今日清原でやりたいと思いますので、ちょんちょんちょこちょんと出しまして、ちっちゃい作品の時はサラサラタイプでやることが多いかな。ほんで、これ清原、違うか、ただのブラシか。ブラシで塗り塗りしようと思うけどね。これでやっとこさ、色が出てくるんじゃないかなって思う。新品未使用のブラシで。ほら、全然色が変わったよー。見えるかなー。わかった。こいつらのせいじゃん。こいつらのせいでピント持ってかれるんじゃん。みんなどいてもらって一回。こうしたら多分、ピント合いやすいんちゃうかな。後ろに強いやついたらダメなんだよな。どうだ？みんなどいてってもらって。合うかなこれで。あった。こうするとやっとこそピントが合うね。塗ると全然ね、一気に色変わったよ。かわいい。かわいいってか使いやすそう。なんかバリある気がする。やばい、気づかんかった。バリがいてる、ここに。指で持たないときついか。バリがいてる。待ってね。頑張って取りたい。バリがいてる。先に塗る前に気づけばよかったのにね。バリを取りました。みんな可愛いって言ってくれてる。嬉しい。一気にツヤのツーピカハゲマルくんになったで。ただちっちゃくて伝えにくいのが、後で大きいやつも塗ってみようか。多分わかりやすいと思うから。もう全然違うよ。これね。で、ちゃんと縁まで綺麗に塗って、硬化したら OK だよね。で、硬化するときにこの、避難して、で、硬化する。あたふた。秋っぽい？やったー。ほんとね、塗ると塗らないで全然違うで。わかるかな？ほらもう。全く違うね。マットモールドだから。色が違うから分かりにくいか。こうやると全然違くない？違
違いすぎってぐらい違うねんけど。頑張れ、ピント。ここだ、ここだ。そうだ。ほら、全然違う。で、1個はこれで OK。もう1個もピカピカにしよう。はーい。別物だよね。マットも可愛いっちゃ可愛いよね、この状態。すりガラスみたいな。セリアじゃない、キャンドゥのこのシリーズはマット系だっていうことを覚えといた方がいいよね。大きいやつでやるとわかるかもっと。これ。待って、またバリあるね、ちょっと。しっかり見なきゃダメだね。今、もうカメラで見た方が見えたもんね、リアルで見るより。ここにあるやん。あ、ただのホコリやった。ここにもあるな。今日はよく仕事するよ、タミヤくん。今、何も見えてへんかもしれん、みんなから。うん。海塗りをやってみようかと思ってた夏終わった方、もういっそ来年でいいかもしんないね。あっという間に終わっちゃったね、夏なんて。これまた色変わりで楽しみに。あ、半分だけ塗ったりしたら分かりやすいかも違い。ほら。こんなに違いますな。あ、でもこの後でっかいやつ塗るから、一箇所の時にしっかり見せるかな。ピカピカつるピカハゲマルくん。こんぐらいさ、ちっちゃい作品ばっか作ってたんだよね、昔。それがコロナ期からヘアクリップとかシェイカーになってったって感じやったな。まあでもね、レジン作品ってでかい作品の方が難しいんだよね。これなんかは今日のはすごい簡単やと思うから、初心者の方も作りやすいと思う。そして固めましょう。ね。洗濯バサミの土壇場だ。洗濯バサミさんお仕事してくれてる。100均で見かける前にネットで買った同じ形のハートモールドは鏡面に仕上がった。私も多分それ買ったことあるんだよね、昔。100円ちょっとで売ってたやつ昔。今値上がっちゃったけど。これツルツルになったからね。ワンチャンあり得るよね。表面じゃなくなって、売りづらくなったやつが100均にドサッと入れられたみたいな。そんなことはありそう。私今できるかなって言ったら、できる。あれでも持ってるんだよね、モールドね。絶対できるよ。やろうよ。家にある課題とかでもできると思うし。で、この大きい子も同じ。こっちの方が見やすいからやればよかったね、こっちで。もう一個の人たち吊り下げタイプにするつもりだからね、お楽しみにそれも大変だから。吊り下げタイプの方がむずいと思う。もう一も同じように、まず下のところに、ちょっと光漏れてきてるけど、大丈夫っしょ。レジンをここに塗ってもらって、金具閉じ込め式で。端っこまで塗りました。ちなみに、いけそうやったらコーティング剤裏まで塗っちゃってもいいね。針以外の部分全部まるっと。その方がいいかもしんないな、つるっとするから。この辺もしっかり。これまで塗って、で、硬化する。これはレジンね。独壇場気づくの遅かった。土壇場じゃなくて独壇場やった。独壇場って何やろ。もう独壇場という言葉がわからんわ、意味。一人でピント持っていってた。なるほどね。一人でステージに立ってるみたいなそういう意味かな、これもしかして。壇上。そうだよね、きっとね。ひどい。若干見えるでしょ、土壇場に。
ドとバが一緒じゃない？だから惜しかったかもしんないね。本日は仕事終わった。やったー、お疲れ様です。今からなんかいろいろやって、もうちょっとまだやってく。あ、もしかして今日漢字検定もやらないかん流れかな、これ。まだまだあるっぽいんで、見てってくださいね。お疲れ様です。やばい、水曜日か。おやつも食べたいし、そうね、あんま朝ごはん食べれてないんだよね、バナナぐらいしか。お腹空いてるんだ。おやつも食べたいし、漢字もやらされるかもしれないワンちゃん。ピンとくるかなー。ね、大きい方がわかりやすいかもしんない。こうやると、ほら、もう、全然違う。全然違うねーという感じで、ツルツルになっていきますね。うまくできたってか、組み合わせ可愛くできたな。アンティーク感めちゃくちゃある。やばい、ここにまだバリあった。これ販売するとしたら、販売する前にもっと整えるわ、さすがに。一回、ヤスリでやった方がいいかもしんないね、ぐるっとね。ここにバリさんいたわ。これ見たときに、目立つから一回取っとこう。ね、こんな感じで。これはもう一個作んなきゃダメだよね。大きい方は、モールドに1個しかないから。こっちを参考にしつつ作らなきゃいけない。いやー、かわいいね。つるピカ、ハゲ丸でね。で、これも硬化し、もう一個のやつをね、吊り下げタイプにしようかなと思ってる。漢字にやらされる。誰かにやらされていく。こんにちはって来てくれる方もありがとうございます。お疲れ様です。小森さんの間違いに気づいた時の笑い方が好き。つられ笑いしちゃうかな。いやー恥ずかしい。何回やんねんな、一回の配信で。何回失敗すんねんって。ほんで、こっちの方をね、吊り下げタイプにしたいわけなんだけど、そうなると必要なのが、穴開けをしなきゃいけない。でもうこんだけちっちゃい作品になると、穴開けに関しては、電動じゃないときつい、いや、きつくはないか、できんことはないか。電動じゃないと、だいぶ難しいよね、力入れれないから。こんなちっちゃいと。電動がおすすめやし、ワンちゃん、無理やりここに画鋲させるように、画鋲をさせるように、こっちを切り取る。こっちの面だけ、直近と切ってしまって画鋲を刺すって方法もあったりするねんけど。いやでも、モールの真ん中で切って、ここに画鋲を刺して作るとかね。あるねんけど、穴開けるの大変だよね、ちっちゃい作品に。ちょっと今整えてるか待ってね。自分の目の前でやんないとやっぱ見えないや、バリバリのバリがね。結構同じモールド持ってたって方多いね、今日。やっぱりキャンドゥとかで見かけて、とりあえず買ってみて、そのまま作らず置いてるって感じかな、みんな。私もそれで半年以上置かれとった気するねんけど。とりあえず買われてるモールドと見た、これ。今、バリバリのバリを、自分の顔面の目の前で直してる。ちっちゃくて見えないからね。こっちの形も可愛い気がするしな、なんなら。やばい、眠気がって言ってる。いや、まだいける。2時やったら寝ても夜に響かんかもしれんで、今やったら寝ても許されるかもしれん。とか言って、眠気を誘っていく。よーし。取れたかな、バリ。いや、ヤスリの方がいいんやけど、分かっとんねんけどな、なんやっけな。粉出したくないやん、配信中にね。その気持ちでさっきからハサミで削いどんねんけど、多分ヤスリの方が、いや、絶対ヤスリの方がいいと思ってはいるって感じかな。ほんで、穴を開けます。うるさいよ。ちょびっとうるさいよ。うるさいな。結局粉出るんかーい。見えん場所でやってるかも。
これも開けよう。穴が開きました。下にティッシュ引き忘れてるじゃん。いろんなとこについてる。下にティッシュ引くの忘れてた。なんかすごいことになっちゃったマットが。まあ、いっか。ほんで、シャッシャカシャッシャカ一回払って一回避難しようか、このあたり。やばいよ、パンクマとかも粉まみれになっちゃった、巻き込まれて。モールドじゃない、朝食パレットとかにもつきまくって大変なことになっちゃった。一回テープでペッタンペッタンしよっかな。よしと、お掃除をしておりますが、今、こんな感じで。ちょっと宇宙の星空っぽくて綺麗じゃない？テープでペッタンしよう。娘ちゃんがお誕生日の方がいてるかな？みんながお祝いしてくれてて気づけたよーん。ダイソーに電動ミニルートあるらしい。すごい。電池式。あれいいじゃん。私コードがないのが第一条件だから。ベランダで削るからね。ダイソーにあるんや。見てみよう。多分ハンドメイドコーナーじゃないよね、あるとしたら。工具コーナーとかの気する。しかも先のドリルが別売りってのがいいな。壊れたら買い足せるってことやんな。ずっと新しいルーター探しとってんけど、まさかのダイソーにあるかもしれない疑惑。本日次女が誕生日なので行ってこいって指示されて来てくれてた。次女ちゃんおめでとう。しかも今日だから今からお祝いするって感じかな。プレゼントも決まってるのかな。楽しい一年になるといいね。指示されて来てくれてありがとうございます。700円でもダイソーで買えるのは十分だな。送料かかんないから。そういうのネットで探すと2000円ぐらいするんだよね。買いましたって言ってる。今私が使ってるぐらい細いドリルの先端ってあるかな？今このサイズがすんごい気に入っとって、ドリルの直径の表現の仕方がわからんくて、なんぼかわからんねんけど、今この針先がすんごい気に入ってる。他のやつ太いんだよね。出回ってるやつ。この細さの付け替えパーツがあったらめっちゃ嬉しいなって感じかな。うわ。で、粉を取りましたね。その後にすることといえば、ヒートンをつけたいと思うのですが、こんなちっちゃい作品にネジ式ヒートンつけちゃったらね、すんごいかっこ悪いっていうか見栄え悪くなるんで、違うヒートンを使うんですが、一回さっきの固まったやつだ、そこに。ツルピカちゃんたち。いい感じにね、ピカピカになってくれてるで。こんな感じで。カメラの影になってるんかな、これ。マイクの影、カメラの影か、これ。カメラの影になっちゃってる。ねえ、今こんな感じになってくれてますね。んで、ヒートンをつけたいという状態です、今。ヒートンはね、私、ステンレス製のやつ買っとるねんけど、買った場所が、どこやっけなー。こんな感じのヒートンを使うんだけど、買った場所、アップフェルかな。パーツワールドかアップフェルで買ったステンレスヒートンだと思う、これ。これをね、差し込んで、
ぱ強度があるやつ使いたいからボンディかな、ここで出るのは。透明じゃなかったらボンディじゃなくて接着剤になるねんけど。あれどこ行ったかなあ、ここからだいぶ細かいよ。0.5 ミリ。太いなダイソー。あれ ?0.5 って細いんかな。私はマイクロドリル 1.0 使ってる。一緒かも、これと。わからへんな、自分で。0.5 って細いか、もしかして。てか、自分がダイソーに行けばいいって話だよね。実際、針見てきた方がいいよね。0.5 あると思いますって教えてくれてありがとう。0.5 から2まで 0.5 刻みで置いてある。なるほどね。ありそうだな、私の欲しいサイズが。デコデコボンディちゃんちょこちょこつけさせてもろて、で、ここにカポッとはめる。入ってた。ねこの状態ではめまして、仮硬化したいよね。まっすぐになってるかな？うん。ここが、その間にも他のやつもやっていきたい。細かくて大変かもしれないね、この辺はね。いや、でも私今さ、すごい、みんなの部屋収納会でいっぱいメモして100均に欲しいものがいっぱいあるねんけど、行ってまったらすんごい買えそうって怖くなっちゃって、100均に行ってない状態今。絶対次行った時5000円ぐらい買うよなって思ってる。節約しようって思ってるのに毎月。うん。で、固定する。あ、入ってないかなしっかり最後まで。とにかく全部ヒートンを刺して、このままやとまだヒートンスポンって抜ける可能性があるんでね、ヒートンの土台を巻き込みつつコーティングしたいって感じだよね、この後。細かい細かい。テムで替えのドリル買って安かったけど臭かったらしい。臭いやつ多いよね、結構。最近こう、デコボンディがすごい周りに出てきちゃうのに困ってる。こんなやつ結構あるよな、レジンとかでも。取らなきゃな。で、節約家なんでこの周りのやつも使っていきたいという感じ。ブシュッと刺して。うん。この状態で硬化すると。このハートのでっかい方は、ネックレスのパーツでも一回よく考えたらさっきピアス金具つけちゃったけど。ダイソーのルーター使ってる方結構多い。そっか。今度見てこよう。しかも1000円で大体揃うってことだよね。替えのやつとか買っても。だいぶ安いんちゃうかな。私、ルーター結構だいぶ見たけど、2000円ぐらいのが多いよね。こっからやっぱり棒のやつ使いたいのに見つかんないな。棒のやつを探さなきゃ進まないな、こっから。1年ぐらいずっと節約せなって言ってるのバレてる。やばい、バレてた。せやねん、ずっと言っとんねん、私節約しなきゃ、来月は節約しようみたいな。ずっと言っとって、一回も節約できた月ないよね、多分。今頑張って棒のやつ探してる。あった。この中にいたー。に入ってたんかよ、あれ。どう？そして、ここからは、このつるぴかちゃんも見せとかないとさ、途中から来た人が何が起きてるかわかんないよね。つるぴかちゃんを見せつけつつ、ね、これは、今からやりたいのは、ここにペチョっと挟んで、で、もう、塗りたいよね。さっきちょっと粉入った気するけど大丈夫かな。これを、ツルピカにしたい、また。も
トン巻き込んで全面でいいよね。多分一気に雰囲気変わるんちゃうかな。背景も塗ったしね。ヒートンの周りのとこも巻き込みつつ、あ、やばい。塗っちゃった気がする。銀のとこまで。ここは一回ぷっくりさした方がいいか。後からやるわ、もう一回。この裏面に関しては。ってなるとやっぱ側面だけでいいか。側面、裏面ぷっくりした後に全部塗った方がいいか。もう一個の方でそのやり方でやるね。一気に雰囲気変わってくる。かわいいかわいい。合ってるじゃん、裏のマーブルが。作品に。待って、見えてない、誰にも。色かわいいよ。いい感じになってる。の状態で、順番ミスったんで、ちびっこちゃんの方でちゃんとやるね。ネックレスにも良さそうだな、これ。で、効果を一度してるんですが、そうそう、棒のやつはね、メモクリップのことやった。我が出たって喜んでる。セリア、この前8000円ってセルフレジ辛かったですってめっちゃわかる。私もセルフレジ使うねんな、基本的に。なんか結構大変だよね、レジ作業みたいなピッて全部当てるやつ。過去にあったね。今可愛くなってくれてると思う。ちょっとやり方をミスってて、もう一回やっぱくっついちゃってた。もう一回やり直すと、先に、なんかついちゃった。先に裏ぷっくりしとけばよかったなって思ってて。ちっちゃい方でもう一回見せると、コーティング剤一回触ってもらって、レジンで、こんな裏面ね、カラーレジンって基本べちょべちょしちゃうから、ここを一回ぷっくり盛りたいよね、もうなんなら。多めにのせて。低粘土で大丈夫。この大きさなら。ポテッとさせる。この状態で一回硬化し、その後全面コーティングでいい気がする。秋色カリカリフラワー。私がやったらゴミ入ってるみたいになりそうって。ゴミ確かにワンチャンゴミカラーではある。難しいよね、秋の色って。茶色っぽい色が多いじゃん。なんで今ぽってりできたので、ここにコーティング剤で次は、ずーっとコーティング剤たちが次登場し、ほこりいっぱいついちゃってるや。で、次はコーティング剤でもう全面丸ごとグルコサミンって感じで、ピカにしてもらって、かわいいと思う。うまいってか、すごいね、オレンジ緑が強い色だから、お仕事してくれてるね。この淡い感じで、ニュアンスっぽくできてると思う。そして金具のところまで、しっかり塗りまして、できましたな。この状態で2個作って、あとチェーン加工していきたいなという感じですね。ちなみにこれはね、硬化するときにぐるぐる回してる最初の方、こうやって。光ってて見えない何にも。最初の方グルコサミンステルで垂れてくるの防止のために。でちょっとだけグルコサミンしとこう。おしゃれなハートなってるかな？マーブル可愛いって言ってもらえて嬉しい。セルフレジ派の方結構いるかな？大量買いの時なんか知らんけど恥ずかしい。めっちゃわかる。私もなんか全種類買っとるやんこの人って思われそうで恥ずかしくてセルフレジ行っちゃう。てか今ダイソーもセリアもセルフレジのとこめちゃくちゃ増えたよね。ダイソーで1万円いったことありますって。やばい。シーリングの用品で行ったんだ。
1万円買うの逆にむずいよね。ちっちゃいものいっぱいいっぱい買ってたらなるか、そんぐらいに。はーい。で、どんどんできてきてますよ。かわいいから並べときたくはある。じゃじゃーん。やっとパンクマしてる。もう一個も同じようにやろうか。光で目がーってなってる。そうそう、ダイソー安いからって思ってポコポコカート入れてると気づいたら余裕で数千円とか5、6千円いくよな。結局安くないじゃん、会計してるのはって感じ。今日そんな買い物する気なかったのに、みたいになっちゃうよね。だから怖くなっちゃって最近。今週は節約するぞみたいな時に行って気がついたら5、6千円使ってるんで。行く前に一回自分に問いかけようと思ってる。ほんまに今でいいかみたいな。今週でええんかみたいな。行ったら2、3千円使うぞって言ってから行こうと思ってる。いやー。安いんだけど買っちゃう。でもいっぱい買うと楽しいよね。新しいもの増えるとやっぱり。セルフレジで同じものが購入されましたってやつ、あれも恥ずかしいよね。モールドとかもなるよね。海シリーズ。例えば、カニ、イルカ、メンダコって買うとすると、言われるよね。同じものが購入されました。同じものが購入されましたって。何回も言われるねん。ちょっと恥ずかしいよな、あれ。大きい。なぜか音大きいし。きたー。これでね、いや、この白タイプかわいいな。背景白タイプ。なんだ、自分でも使えるわ、このレベルやったら。しかも材料費も安いから安く出せるし。いや、でもステンレス金具がちょっとするからピアスイヤリングその分かかっちゃうんだけどね。材料費は安いよね。なんかかわいいし、おいしそうだな、なんか。こういうチョコに見えてこんこともない。あ、お腹空いてきたな。よし。そしてこれで一回ね、作ったパーツさんたちが出揃うので、一回しっかり固めた後に加工していきたいなという感じですね。セルフレジで同じものがって言われないようにバーコード読ませる順番考えて読ませてる。頭いい。そんなことまで意識したことなかった。そしたら同じもん何個も買っとんのバレんもんな。ダイソーのセルフレジで TCG 箱買いするとき、TCG って何やろ ?20 回同じ商品スキャンするって言われて地獄やったらしい。20回言われるのは恥ずかしい。目立ちそうで、ねえ。心配になるよね。で、店員さんもずっと見張っとるしな。ちなみに、小まりこさんにね、ダイソー店員さん、セリア店員さんとかおるでね、やっぱ見張ってるんかな、セルフレジ。最近はよく、おじいちゃんおばあちゃんとかで使い方わからんくなってフリーズしてる方を見かけるイメージだな。ダイソーセリアで。おじいちゃんおばあちゃんじゃなくてもわからんよな、いきなり新しいシステムばっかになって。これ一回ね、しっかり固めようと思いますよ、この人たち。眩しくて目がってなるかも。待ってね。しっかり固めたいんで3分モードで。みんなが目がってなっていく。オレンジがめっちゃ仕事してる。そしてどうしようかな。吊り下げタイプ。フックピアスでいっか。フックピアスで、間になんか挟みたいんだよね。かわいいやつ。秋っぽい。秋っぽくてこの、いや、パール安定かな。コットンパールかな。フックピアスをつけるのは確定でええねんけど、このままポンってつけるか、なんか間に挟むか。悩みどこなんやけど、ゴールド、びっくりした。ゴールドハートも可愛いよな。いや、ハートにハートはおかしいか。
接続パーツもありか。いや、これはおかしいな。この後ね、考えようと思ってる。現役ダイソー店員ですが、同じものがスキャンされましたって全然気にしてないですって言ってくれてるね。よかった、みんな気にされてないらしいです。気にしてない。そんなに目を凝らして見張ったりしてない。どっちかというと使い方わからん人に教えなきゃいけないとか、あと終了画面でなんか押さずにそのまま去っていく方の、なんやろうな。ピッてやるやつ。サポートみたいなイメージがあるな。見張ってる店員さんはね。ダイソーの店員さん追ってくれた。場所覚えるの大変やんな。この前別の店員さんが来てくれたねんけど、コメント欄に。目がってみんな言ってた。なるほどね。んで、いいかな？こっからね、待ってね、一回まずさ、台紙に1個取り付けていいかな。今回のテーマは、なんといっても、台紙を使いたいっていう感じ。このさ、作品もさ、どの台紙に合うかなってなってくるわけよ。ちっちゃいやつは、左右台紙が合う。この台紙が合う気がすんねんな、ちっちゃいやつ。まあ、シンプルなのが合うかなって思うんだよね。今回みたいにごちゃごちゃしてる作品に関してはね。今、チョコレートショックだそうで、チョコレートの商品ほとんど値上がりしてます。そうそう。今っていうか結構前からだよね。私常にチョコ買いまくってるからね、気づいてるんだけど、カカオが値上がりしとるんちゃう？確か。一気に最近さらに値上がってきたイメージだよね。大好きなチョコが。ほんで、なんやろうな、チョコビスケットとか、チョコだけじゃない製品はマシやねんけど、ガチでチョコしか入ってないようなやつ、あれがすんごいエグいぐらいに上がってるっていうのを感じる。チョコ、何だっけ、アルファベットチョコみたいなさ、キャンディーみたいにしてあるやつとか。ああいうのがマジで値上がったなって感じてる。でも今乳製品も値上がったし、全部値上がってるよね、結局。全てが値上がってる。で、ピアスをさ、セットしたいと思ってるんだけどね。ピアスをセットするときに使ってるんが、こんな感じの謎スポンジ。これどっかで、楽天かどっかで買った気がする。一気に500袋かなんか買ったもんで、はるか昔やもんで忘れちってんけど。これを後ろに当ててね、つける感じですね。ポフッと。大きい方がまだ1個しかできてないんだよな。こんな感じで、ブシッとして、そして、キャッチもサージカルステンレスを使用しておりますね、私は。ブシキャッチも持ってたりするけど。これ1個しかまだないねんけど。まあこんな感じでね、セットするとなるよね。そして、1個しかできてないねんけどな。ちっちゃい方が、このやつがバランスが合うかなって思って作ってんけどな。お菓子はほんまにね、袋の詐欺がひどすぎる。袋の中身の。この前さ、暇やったもんで、旦那のスーパーについてった時に暇やなって思って、全部のお菓子をチェックしてたわけ、袋菓子を。何割ぐらい入れてあるか。そしたらね、やっぱ大半のとこが半分以下だったね。袋の大きさに対して、多分すごい怪しい人になっとったと思うんやけど、一個一個袋を持って軽く押さえて去っていく人みたいな感じで、めっちゃ怪しくなっとったと思うねんけど、すべての商品が袋の半分ぐらい、ひどいやつはそれより少ないって感じ。お菓子の話しとってお腹鳴ってきた。本当にね、今全部、両詐欺がひどいね。一
辛口チョコ昔98円とかやった。そうだよね。今200、安いとこで250円とか、安いとか1キュッパーぐらいで売ってくれとうかな。すごい昔より高くなったなっていうイメージがある。まずはね、この簡単に作れた直接貼り付けタイプ。こちらはでも使いやすいんだよね。使う側の方としても。日頃からつけやすいみたいな。ね、こんな感じにセットしまして。ちょっとだけバリがあった。あとで販売する前に直すから安心してね、こういう失敗してるとかバリがあるとこはね。これからもしコマリンショップで販売されてたら買おうと思ってる方。ちゃんともうちょっとしっかりしてから販売するのでご安心くださいという感じで、とりあえず台紙につきましてこんな状態だよね。かわいいね。一回これ置いとこうか。こんな感じで。吊り下げタイプをやっていきたいんだけど、今デザインで悩んでるって感じ。やい。お腹鳴ってるさっきからめっちゃどうしよう。お腹超空いてる。早くつけようこれ。早く作り終わろうこれ。こっちなんかネックレスでいいんかなって思うねんけど、ピアスが悩みどこやな。このまま吊り下げてシンプルなやつでも人気やねんけど、間になんかワンポイントあるやつがね、好きなんだよな。で、何を挟むかでだいぶイメージ変わるねんけど、コットンパールを挟んだり、ゴールドパールを挟んだり、いろいろあるわけ。この接続石、接続ビーズみたいなやつがいっぱい持っててどれにしようかなって悩むよね。なんやろこれ。淡水パールの偽物みたいなやついいかも。これ、可愛い気がする。淡水パールの偽物可愛い。合う。これにしよう。全然見えてなかった。今気づいた。淡水パールの偽物可愛いでこれにするわ。でも、大きさがいろいろあるねんな。これビーズになっとるねんけど、ごめんけどどこで買ったか覚えてない。3、4年前ぐらいに買っとるで。なんか似たような、なるべく似たような大きさの方がいいよね。これ絶対合うよね。これにしよう。で、こっから細かいからね、見る人も大変かもしんないけど、Qピンを加工していく感じかな。ちょっとお腹の音チェックやめてもろて、みんなBGM と思いながら聞いてもらえたら。偽物やと思う。安いで。本物の淡水パールって高くない？確かね。一回手袋外そっか。レジンゾーン終わってるから。いい。で、これを刺しましてと。淡水パール知識ないねんけど、高いやんな。本物やったら。これ安かった記憶あるで偽物やろうなって思ってる。もう手が汗でじっとりいい感じにさ、じっとりしてささくれも消えてる。あったはずのささくれが手の水分で。ちょっとだけ見しときたいね。謎のゴミ。で、ここに穴ぼこ開いてるんでシュッと通して、ちょっと曲げて、で、やばいペンチがずっと行方不明なんだよね。ボロいやつでもいいか切れれば。メインで使ってたペンチさんがね、ずっといなくなっちゃったんだよね。ボロい子でも切れればいいか。で、パチンと切りまして、どっか行っちゃった。これを切ります。そして、こっから細かいけど頑張ろうって感じだね。パールがいびつなのって可愛いよね。不景型っていうのかな、それが可愛い。お迎え行かれる方もありがとう。気をつけてね、お外暑いから。グーって書いてある。その先から聞こえるグーって音は BGM の音やでね。今日の BGM 確か猫ちゃんの声とか入ってるやつでしょ、多分。
それと一緒で、生活音が入ってる BGM なんで今日のは。で、これ、細かいよ。グルコサミンで頑張って回してもらって、ほんでこれを、縦になるから、縦横にしなきゃダメか。この状態で縦横にして、そして、つなぐって感じだよね。縦横にして、そしてこれを頑張ってペポッと開け、もう細かくて大変よ。こっちか。ペポッと開け、この人を通す。映っとるかなもう。ピントが合わん気がするわ。作業細かすぎて。うん。通し、ちょっと一回穴の位置整えつつ、こっちに通し、なんで移動しないでほしい。ギュッと。ね、こんな感じの子になるって感じだな。一個完成。パールこっち向き。可愛いのできてるって言ってくれて嬉しい。そっか、今来たんか。お疲れ様です。何回も見てくれるよーんって言ってくれる方もありがとう。今日なんやっけ、今日、私の中でインパクトの話は、お化けの話ね。この後アーカイブでみんなのコメント読み直すめっちゃ楽しみやもん。お化けの話ってかなんやろ。ナースさんたちの話。困りっ子ナースさんたくさんいてくれたからね、すごいこの後読むの楽しみ。みんなのコメント。ピントさん頑張ってほしいなぁ。もしかしてこいつに持ってかれてるか？上に飾っちゃってる。いない方がもしかしてピント合わせやすいかもね、ピントさんも。まあ、いっか。完成が見れれば一緒。あ、違う、逆や。ここに入れて、そしてこれでね、吊り下げタイプも完成するんで、台紙に取り付けたらやっとこさ、お菓子が食べれるってわけ。うわ、なんだかんだ2時間経ってるやん。こんな、大したことないの作っとったのに。2時間経つな、あっという間に。で、ちゃんと淡水パールの偽物さんを前向きにして、こんな感じになりましたね。色が好みは割れながら。これも台紙に取り付けたいと思いますよ。いろんなとこにホコリさんたちが今日進出気味な感じで。ダイソーに淡水パール売ってるほんま偽物ってことかな。本物やったら高いやんな、ガチの淡水パールって。淡水パール風かな。そして台紙はどれにしようかなとなるんですが。でも多分ホワイト背景が無難かなって思うんですが。どれにしようかな。あ、でも、ミモザ台紙も合いそうやな。今ちょっと台紙探してる、こっから。ミモザ台紙。どこ行ったっけ？種類が多すぎてわからんなってまうねんな。これ合いそうじゃない？これ。この台紙。ちょっとだけ上に印刷そびれがある。これに合わそう、合いそうやで。もうこの台紙なんて作ったの3、4年前やと思うねんけど。コロナのおかげで使えてないよね。だってここがまだ点線カットの台紙の時やで、4年ぐらい前の台紙だな、これ。で、ちゃんとね、この通し穴のとこが作ってあんねん。通し穴開け用の印も。みんな怖い話苦手なのに参加してくれた。でもさ、確かに怖いよね。しかも実体験だからめちゃくちゃ怖いよね。私は何やろ、世の中にそんな不思議なことあるんやって思って、怖いってよりね、不思議なことを知りたいじゃん、もっと。最近未来人の話とかよく聞いてるで、YouTube で。未来から来た人の話みたいな。なんか非現実なこと考えたくなるよね。
あ、面白い。そういう話聞くの面白いなって思う。で、フックピアスに関しては必ず樹脂キャッチをつけるようにしてるんだけど、結構フックピアスでも取れちゃうって方がいらっしゃるんでね。お、一回話そうか、ちょっとだけね。あ、ここに通しまして、あ、好みやったって言ってくれる方もいて嬉しい。まず通すじゃん。いい。そして通した後に裏をこんな感じで樹脂キャッチで留めとくと、普段使う時もこうやって使うようにつけるようにしてもらうと絶対に落とさないよね、これついてれば。まあそんな感じで完成できたー。今日はこんなものたちが完成しましたね。違うやつだけのしとくか。うん。可愛いと思う。てか結構自分の好みのものができたなという感じですね。みんなも飾り立てをしてもらって、じゃーん。まだこんだけ余っとるで、後でもっと真剣に作るね、バリとかないやつ。で、また、金具指定があるからみんな安定なんかな。めんどくさいからな、金具。みんなに出すかもしんない。これ作ったら。いや、でもな、ラクマもそろそろ出品せなフォロー外されそうやねんな、公式から。ラクマに出すかもしんない。裏心で。裏心出品するかもしんない、ラクマに。ラクマのインスタにフォローされとるねん。すごいレアな感じで。それを外されるの怖いから、たまにラクマに出したいって感じ。ラクマに出すかもしれないという状態ですね。いやー、みんなが褒めてくれてる。嬉しい。もうね、見てくれてる方もありがとう。可愛くできたよ、これ。あははは。こうやってテレビでやってた本当にあった怖い話じゃない？違うかな？私もこの前見とった気する。この前やっとったよね。アーカイブ夜中に見ようかなって。夜中に見るとちょっと怖くなるかもしれないよ。今夜も電気つけて寝ますってめっちゃ怖くなっちゃってた。でももっと怖い話の回あったよね、確か過去に。途中で、終わったんだよね。やばい、怖すぎるからもうやめようとか言って。話やめた回がどっかにあった気がするねんな。やばい、怖すぎるみたいな。気のせいかな。手袋のイラスト見たいですって聞いてくれてる。やばい、今日一回も見せずに捨てちゃった。さっき。ほんまや。手袋書いたのに頑張って。あったゴミ箱に。やばい。一回も見せてないね、みんなに。手袋の写真をコレクションしてくれてるんだよね。ありがとう。一回も見せてないわ、今日。本日の手袋はこんな感じでした。耳飾りを作ろうって思ってね、やってたんやけど、一回も見せずに使い終わって捨ててたね。聞いてくれてありがとう。見せ忘れに注意だね、今後も。可愛いしさ、使いやすくない？こんぐらい。こっちなんて最強使いやすいよね。自分で使おうかなって思うレベル。そんな感じですね。ということで、一回、おやつを食べようと思う。なんと言っても私今日朝からバナナ1本しか食べてなかったんで、途中後半お腹グーグーなるみたいなことになってたんですが、おやつを食べたいと思います、今からね。今あるおやつを食べたいんだけど、何があるかな、今あるのね、まずこれ。アンパンマンのキャラメルコーン、薬局で半額になっとってん。アンパンマンのお菓子って何気にめちゃくちゃ美味しいんだよね。賞味期限もそんなに遅くないのになぜか半額で売っとってんな、サンドラッグで。ほんで 5袋入りね。とりあえず買ってくるじゃん。そして、これは子供たちのチョコパイがあったんで1個奪ってきたやつ。
盆地のウニ揚げせんもある今。これ美味しいねん。ウニ系のやつ。そしてね、こちらは、名古屋名物、名古屋ん。食べよっかな、これ。今お腹空いてるし、ボリュームあるの欲しいでちょうどいい。アンパンマンのお菓子クオリティ高いねんな。あとあるお菓子なんやろ。トリュフがまだあるのと、待って、こっちのストックゾーンに大量にあるんやった。これ美味しくてまた買った。これ。あれ先週の配信でも食べとった気するわ、これ。あとは、待って、先週も紹介してるかもしれない。塩揚げもあるって感じだよね。どれいこうかな。名古屋とウニ揚げせん食べたことないはずやで、配信で。2人食べようかな。で、ピアス全部潰されてたお菓子に。それを食べようかなって感じですね。キャラメルコーン美味しいし、このアンパンマンタイプの方すごいね、ちっちゃいんだよね、一回り普通のキャラメルコーンより。これピーナッツも入ってないねん。ピーナッツ好きではあるねんけど、お子さんとかに苦手な人おるやん、多分。そういう子でも食べれるよね。アクセサリーつけたくなったって言ってくれる方も嬉しい。マスク未だに私もマスクはつけてるからな、つけにくくはあるねんけど、やっぱある方がさ、華やかに見えるっていうかね、なんやろな、私結構基準がそこやって、幼稚園とか保育園のお迎えで普段着で行くやん。普段着でおる人でも耳飾りついとるとなんかおしゃれに見えんねん。そこすごい基準にして見てた。この方おしゃれやな、みたいな。気を配ってるんやな、みたいな。結構耳飾りっておしゃれ見えするよね。そんな感じでつけてみるといいかもしれないという感じですね。で、これをいただこうと思いますよ。パトロールしてくれる。ありがとう。とりあえず今週はね、今販売してる抽選販売の、この後お礼のカード30枚書くつもりなんで、今週はとりあえず今販売中のものに神経を集中してるんじゃないかなという感じですが、もうちょっとした増やしてみたいなと思っておりますよ。大きいピアスつけてるイメージあるよな。私動画やと大きいのしかつけてないもんな。普段使いちっちゃいの多いかな。で、いただこうと思います、これ。まずは、めちゃくちゃお腹空いてるんで、待ってて、お手手の消毒。名古屋からいただこうかな。私もマスクつけてますが、耳飾り絶対つけますって。そうだよね。つけるつけないでめちゃくちゃ変わると思う、イメージが。この人おしゃれだなーになるもんな。普段着やとしてもピアスついとるだけで一気に、ピアスかイヤリングかな、ついとるだけで一気におしゃれ感出ると思ってる。抽選販売全部注文しましたって、ありがとうございます。全部すごい。全部やったら、でもね、全種類応募してくださる方は毎回いるよね。10人ぐらいは。わー、ということで、いただきますね、こちらの名古屋。にゃごやんってやつもこの前見たねんけど。シンプル名古屋。わあ、美味しそう。ずっしりふわふわ。なんかね、皮がペロッと感があって、この中に空洞がある感が美味しそう。で、こっちはいただきます。美味しい。皮が美味しいよね、やっぱ。こうなってるねんけど。謎空洞の中に白あんかな？白あんが入っとんねんけど、皮が美味しいね。一つだけ応募したって方も。初応募ありがとうございます。意外と、狙いを定めて一つだけ応募したって方も毎回当たってるよ、何人かね。いつも全部注文してますが当たったことないですって。ねえ、ありがとうございます。応募してくれてね。今日序盤に抽選販売の話して、
言っとってんけど、まあ当たる確率が、一番応募が少ないやつでも15人は最低は見えるもんで、で、多いやつやと、6、70人応募してる作品とかもあるもんで、15分の1から70分の1ぐらいの当選確率かなって思う。ただ今回、球体の作品が、7個作ってるんで、どこにあるかな？下の方に埋まっちゃった。あ、一番下に入れちゃった。球体の作品今回7個あるんで、かなり当たる確率は高いんじゃないかなって思う。こちらの。これがね、今回7個あるんで、当たりっていうか、購入券が。一番当たりやすいかなって思う、今回こちらが。狙い絞って1点にしても変わらないと思うね。いや、全部応募した方が当たりやすいよね、確率考えたら。ただ前回かなんか応募総数700点やった気するで。運ゲーだよね。応募はね、今日概要欄に私の作品の販売ページを貼ってるんで、そこに飛ぶと応募の方法が書いてあると思うので、ぜひぜひ見てくださいね。一点集中主義にしても多分ね、一緒なんかな。いや、全作品応募した方が抽選回数は多いってことになるよな。全部応募する方毎回10人以上いるね。全種類に応募してくれる方。でも母数分母の母数が多いから結局当たりにくいことには変わりがないっていう状態かなって思う。初応募してくださった方もありがとうございます。だから今日この配信の後はひたすら準備をするのではないでしょうかという感じですね。名古屋は黄身あんなんだって。そっか、確かに。言われてみると卵っぽい味する気がするな。自分のイニシャルないけど抽選申し込んでいいかなって結構みんなもうイニシャルどれでもいいから欲しいって感じで頼んでくださる方とか買ってくださる方多い。そうやって自分のやつ作れたらいいねんけどな。25種類あるもんね、アルファベットって。なかなか自分のやつ登場しないって方もいるかもしんなくて申し訳ない。難しいよな、イニシャル。このまんじゅう、皮をペリペリ剥がして食べるやって。皮が美味しいからってこと？いやでも剥がれちゃうよ、ペローンって。この皮だけ食べちゃうってことかな。美味しそう。初の試み。皮だけでもいける。それがめちゃ美味しい。こっちだけも美味しそうだよね。前回の抽選販売が700作品応募あって、今回実はまだインスタに書いてないんだけど、この後インスタに書いたら応募する方が倍ぐらいになって、でたまにツイッターに書くときあるねんけど、そうするとまた増えるって感じで、発信方法によって応募数は変わるんやけど、どうしようかな今回はって思ってる。でも本当にね、当たらないと買えないぐらいって言ってもらえて嬉しいし、欲しいと思ってくださる方がたくさんいてありがたいなって思う。今本当やったらハンドメイド界隈ってすごい作家多すぎて売るのが困難な状態だからね。そんな中でありがたいなっていつも思っておりますが、この困りライブ来てくださる方にも中にも作家として今頑張っておられる方多いんでね、みんな売れたらいいなと思ってる困りっ子の皆さんは売れてほしいなと思ってる。今大変ってか難しいやろうけど販売するのね。
X とか P って日本の名前だとイニシャルいないと思うんですが、買われる方いるんでしょうかって。X は1回しか作ったことなくて、販売すらしてないんだよね。絶対 x ジャパンのファンしかいらんよなと思って。P が、推しキャラが P って言って買われた方がいたね、過去に。ピーナッツくんっていうキャラクターを推してる方がいて、その方が買ってた P は。うわー、ウニ揚げせん。いただきまーす。インスタに書かないと全然違うね。多分インスタグラムって作品を買いたいからフォローしてくださってる方が多くてね。コマリンライブとか興味ないねんけど作品が欲しいっていう感じで見てくれてる方もいるもんで。それが一番インスタが多いもんで、インスタに書かないでめちゃくちゃ変わると思う。当選してたメールはね、いつ届くっていうの書いてあるね、商品ページに。何日に届きますって。複数当たらないって書いてあるで、商品ページね。説明に書いてあるんで一回読んでもらえたらと思うんやけど。X もたまに書いてたけど、X はいいかなと思ってる。今回は。あれ？漢字ドリル見れないので残念ですが、病院行ってきましてありがとう。しまった、漢字ドリルのこと忘れてた。この後やらなきゃいけないのかな、漢字ドリル。ウニ揚げせん美味しい。私ね、恥ずかしながらウニ食べたことないねんけど、美味しい。ウニってどんな味なんやろ。なんか見た目が怖いって思って食べたことないねんけど。美味しい。作品を見てもらうならインスタ一挙と思わせて、すごいアルゴリズムがコロコロ変わってて難しいよね、インスタって。最近なんかはタグがおかしくなっちゃって、はるか昔の投稿しか表示されなくなっちゃったから難しいよね、今インスタってきっと。あASMR でお菓子食べたくなっていく。ウニ揚げせんの ASMR。これ確かにビールに見えるかも。ちょっとビールっぽくある見た目。これたまに最近飲んでる。ほんまはあんま良くないらしいねんけど、糖類ゼロ飲み物。たまにだけ糖尿病を意識して飲んでる。一応この前検査 A やったけど。味薄いだいぶ。ウニは味の説明難しいけど美味しいですよ、だって。どんな味なんやろう、食べたことない。ウニ丼とか。ウニは苦手だけどお菓子は美味しい。ウニ本体は苦手とかあるんや。アーカイブ見ますねって離脱してくれる方もお疲れ様です。暑いから気をつけて帰ってね。ほんまインスタ新しい順に表示してほしいよね。おかげでコマリッコタグも見に行けないんだよね。古いやつしか出てこなくて。なんであんな解約しちゃったんだろうね。来週からついに8年ぶりにお仕事始まる予定です。だって。わー、頑張ってくださいね。8年ぶりのお仕事。リアル、忙しくなる、大変だ。頑張ってくださいね。コマリンレジンはもう10年後もやってる予定なんでね。いつか落ち着いたら、戻ってきてくれたらいつでもいるんで。そしてアーカイブとかも暇な時に見てやってください。お仕事頑張ってね。結構ウニ嫌いな方いてる。騙されてウニ食べさせれるってどういう状況やろ。ウニはウニって感じの味ですって何？ウニって感じの味って何やろ。ムニムニ
むにむにうにうに感って感じかな。あ、全部食べちゃった。やばい、ウニも名古屋も全部いっちゃった。全然お腹空いてるまだ。全部食べちゃった。でも脳トレもしなきゃいけないから一回カニドリルどこまでやったかチェックしてみようか。あっという間に食べちゃった全部。全然まだ今からラーメンとかいけるけども。どこまでやったか見てみよう。ウニ甘いんだ。あ、新鮮やと甘い。なるほどね。意外と食わず嫌いなもの多いな、私も。でもとりあえず最近分かったのはトリュフは臭いよね。それは最近いろいろあって分かったって感じやった。確かに北海道とかで食べたらさ、臭みもなくて美味しいんだろうね。味の表現が難しいんや。ちなみに私、牡蠣も食べたことない。牡蠣フライは食べたことあるけど、生の牡蠣は、怖くて食べれない。で、大丈夫な処理してあるだろうと分かっていても、ノロウイルスのイメージが強すぎて怖くて食べれないって感じで食べたことないんだよな、牡蠣。そして、くるくるってやってくると、みんなが書いてくれてた。ありがとうございます。プリンに醤油入れたらウニの味。あ、それ見たことある。ほんまかなそれ。そういう感じの味なんかな。プリンに醤油入れたらウニは見たことある。あと何やっけな。キュウリになんか生ハム乗せたらメロンになるとか、そんなんもなかったっけ。あ、どこまで行っている？わー、出たーあれやばいやばい。書き問題やりたくないから先29からやろう。書き問題やりたくない。29からまずやるね。29ページと28ページ。とりあえず片付けようか今日。これ全80ページあるから。見えるかな待って、みんなが見えなきゃ意味ないんだよ、これ。このあたりからやってみようか。大変よ。貝類苦手わかるかも。私も貝類自体がそもそも苦手な気するな。お疲れ様でしたの方もありがとうございました。じゃあやってみるね、これ。29ページ。今見てる感じ簡単そうな気がする。よい、スタート。1、苦労して稼ぐ。2、地方の名家に嫁ぐ。3、名作は長らく朽ちない。で、目標80点以上ね、目標80点以上。4、警察が嗅ぎ回る。あれ、簡単じゃない今日。5、予算が膨らむ。6、友人に宛てた手紙。7、何これ。神立たしい被害を受ける。あんま聞いたことない言葉だな。8、人国に、何これ。やばい、全然わからんの出た。人国に、国に、出向くとか違うかな。思い当たる言葉がないな。9、若いので経験が乏しい。10、送別会を催す。って感じ。どうだ。そして、ちょっと見ると、なんか、あーって言ってる方が多い。じゃあ、答え合わせをしてみましょう。みんな、あーって言ってるけど、なんやろ、なんかあったかな。答え合わせタイム。29ページ、29ページ。これ29。あった。稼ぐ。いい調子やったのと思いきや、あれ後半に間違ってるかな。稼ぐ、嫁ぐ、く、か、
服？あれなんだこりゃ。7番がおかしい。はだしい？聞いたことないで、そんな言葉。はだしいやって。はだしい。そんな言葉ある？はだしいやって。メイカどこ行ったっけ、メイカ。あれ？これがまず違ってるらしい。メイカっていうらしい。メイケじゃなくてメイカらしい。惜しい。9番。乏しい、合ってる。待って、これがおかしい。赴くだって、赴く。惜しい。惜しくもない。赴く。10番合ってる。2個違いだった惜しい。なかなかいかんね、満点が。聞いたことないでって。はだしい。意味すらわからんな。意味何？はだしいの。これ。なんか、今もう使われなくなった日本語っていう雰囲気を感じる。はだしい。また一つ新しい言葉が勉強になりましたね。私も読めんかった？ひどい。大変な。なるほどね。そんな言葉なかなか使わない今の言葉っていう感じだったよね。では続きもいきますよ。わやばい。何これ難しいじゃん。送り仮名もつけろってタイプだよ。どうしよう。読み問題かと思いきや。しかも、1ページの中に読み問題と書き問題があるんや。養うって養子のようじゃない？養う。こうじゃない？やばい。予想してなかったのに漢字にかけて言われてる。例える。なんやろ。出てきそうで出てこない。例える。試作の詩みたいなやつちゃう？こんなんじゃない？違うかな？違う気がするわ。行列を連ねる。何これ？寝るっぽいよね。連ねる。重ねるとか？ちょっと待って、そりゃ重ねるじゃん、ただの。重ねるとかって言って、それは重ねるだ、ただの。いっか。やばい、こっちにこんなむずいのが来るとは。冷めるはできる。確かめる？違うかな？確かめる。違うかな？確認の確。どうですか？思考力を育む。ハグッとプリキュア見とったのにわからん。わかった。こうじゃない？こう。ハグッとプリキュア。水滴を垂らす。す。この辺いける。自信を失う。危ないことはするな。危険の危。危ないこと。意外といけるんじゃない？友達を羨む。なんか、憎む的な？羨むみたいな？なんやろ。もやもやした気持ちってことでしょ？この裏じゃないと思うねんな。恨む？ちょっと失むにやっちゃった。わかんないかいっか。もやするって感じ？とりあえずこんな感じ。腹筋が苦しくなっていく。風船販売応募してくれた方もありがとうございました。これはね、ちょっと予想外の難しいのが出てきて、今、苦労したんですが。なるほどね。やばい。間違いが多いぞ。まず、養うは合っている。これが、
あれだ、レイっていう字だ、レイ。L は合ってたね。悔しい。連ねるはレンか。よく考えるとわかるけどな。全部送り仮名は合ってるのにね。レンという字だった。冷めるは合ってる。確かめる、合ってるよね、これ。確かめるも合ってた。育むとか、垂らすも合ってる。失うも合ってる。危ないも合ってる。あれ最後なんや、これ。これ絶対無理だわ。むずいわ。最後の。こんな字なかなか使わないよね、生きてる時に。人のこと羨まないしね、別に。こうやって書くらしい。ガーン。恨む。恨む。頑張ってってめっちゃ応援してくれてた。シェンとも言うで。あ、推しがバレていく。これで点数を見てみようか。点数は一つ何点ですか、先生。合格点。あ、全部5点だ。ということは、点数は、一つ5点ってことは、間違いが1、2、3、4、5、5、25。きえー !75 点だ惜しい残念でした。あと1個やったのに。悔しいな。あと1個で合格やったのに。残念ながら、今日の点数は75点でした。惜しくない？あと1個なんか、成功しとったらよかったね。泣いてる。悔しい。羨まない女困りって肩書きつけてもらってる。羨む出てこなかった。そうだよね。別に誰も羨まないしって感じだよね。あ、羨ましい。でも同じか。感じ。ネットでは羨まって書かれるもんね、確かに。匿名掲示板とか SNS で羨まって書かれがちだもんな、今。使われなくなってきてる感じかもしれないね。確かに送りが鳴ってるのはすごいって褒めてもらえて嬉しい。ねえ、ということで、今日もなんだかんだ3時間やってしまいましたね。最近盛り上がりすぎて、ほんまはね、コマリンライブって2時間っていうつもりでやっとるねんけど、なぜか最近ずっと3時間になってるよね。こんな遅い時間までお付き合いくださる方も、アーカイブを見てくださる方も本当にありがとうございます。私、羨まないのでって、そう。米倉涼子っぽくドヤ顔で言ったよ、私今。私、羨まないのでとか言って。前向きになってる淡水パール、パチモンの淡水パールちゃんが、これ一回見せたいな、みんなにね。今日、結構可愛い感じにできたのではないかなと思うので、これを画面に載せておさらばしたいと思いますよ。で、次回の配信なんですが、金曜日何作ろうかな。ちょっとだけ、ずっと作ろうって思ってるシェイカーがあるねんけど、なんかの水がついてる。この辺に水こぼしてある。あ、違うか。なんか手にべちょってついたけど大丈夫かな。まあ、今日作った作品、こないな感じでしたね。私さ、ダイソーの、お菓子がいっぱいあった足元に。見てると面白すぎて何もできてないんやってこの後ね、進めてもろてやるべきことをありがとうございます。これをね、ずっと作ろうと思いつつ、このモールドさ、自由度が高すぎてさ、逆に難しいなって思って、デザインが思い浮かばないんだよね。なんかスペースが多い。自由度高いよな、このモールド。ドライフラワーとか詰めるのありかも、あれに。このモールドどうしようかなってずっと考えてるんで、ちょっと金曜日までに軽く考えとこうかなって思う。何にするかなって。ゾーン何気広いんだよな、今のやつ。ねえ、みんなありがとうございましたや。お疲れ様のコメントもありがとうございます。
もっとやってもいいもっとやってもいいって言ってもらえて嬉しい。私長ければ長いほど嬉しい。よかったー。ね、たくさんのコメントもまた後ほど読ませていただきますね。お花にお花しちゃおうかな。せっかくスペース大量にあるんでね。みんなもこのモールド持ってるかもしれない。最初、リバティーヌの方が一番安定かなって思いつつ、似たようなのやっちゃってるんだよね、過去に。できれば新しいデザインしたいなって思ってて、今考えてる感じ。でも布が一番無難かなって思う。それをやっちゃってたんで、過去にね、これに似たようなモールドがあったもんで、その時に布張りやっちゃって動画も出してるんだよな。そうなると、でもその時よりだいぶでかいかな、多分。別のことしたいよね、という感じでまた考えておこうと思いますよ。ね、お疲れ様ですのコメントやハートもありがとうございます。スタンプ、見えてますよ。お部屋掃除。この後頑張ってね、掃除の方も。私も販売準備を頑張って。みんなに、まずね、今抽選販売さっき始まっちゃったんで、サンキューカードを30枚書きたいんで、この後に書き始めようと思ってる。そんな感じでした。ということで次回金曜日の20時、お時間ある方はぜひ遊びに来てくださいね。1個だけどうしても見せたやつあった。今回の抽選販売でね、かなりレアなアイテムを1個だけ出してるんですが、そんなもんアイテムの名前は、どこ行った？パンクマの財宝というアイテムが販売されております。これコマリンライブで防災会に作って間違えて、ひらがな順間違えて財宝になったやつをもうちゃんと商品化しちゃおうってことで作ったやつなんですが、これちゃんとね、財宝載せといたんで、机の上にある高そうな資材をいっぱい載せといたんでね、これはちょっとかなり時間がかかったんで、高級品みたいな感じで出てるんですが、気になった方はぜひ、パンクマが好きな方はぜひ、概要欄にある URL からコマリンメイドストア、コマリンストアの抽選販売をご覧ください。これはもう今後作らんのじゃないかなと思う。マジで大変だったから。ほんまに、これ偽物ね、偽物。本物のパンクマこっちだから。なるべく似てるように作ったつもりやねんけど、なんかちょっと若干パチモン感強いな、みたいな感じで。で、アイテム、本当に財宝を載せて作ってみました。あとはマネーも作りたいんだよね。金運上がるやつね。それもいつか出せたらなって思ってる。そんな感じで気になる方は見てみてね。ということでありがとうございました。また金曜日来れる方はお待ちしてます。コメントもありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。かわいいよー。これかわいいよー。